フランス革命の混乱の中から登場した英雄ナポレオン・ボナパルト。彼の時代はフランス国内だけでなくヨーロッパ全体を揺るがす激動の時代でした。ナポレオンは若くして軍事的才能を発揮し、フランス軍を率いて数々の勝利を収めました。1799年にはクーデターを起こして大統領に就任。その後皇帝として自らを戴冠し、ナポレオン法典などの改革を通じて近代ヨーロッパの基盤を築きました。しかし野心的な征服活動がヨーロッパ諸国との対立を招き、ロシア遠征の失敗などが重なり没落の道をたどります。1815年のワーテルローの戦いで決定的な敗北を喫し、最終的にセントヘレナ島に流されその生涯を終えました。ナポレオンが残した功績と教訓は今もなお世界史において大きな影響を与えています。フランス革命前夜、貴族たちが熱狂した謎の娯楽とは。皆さん、フランス革命の前の夜の貴族たちがどんな暮らしをしているか知っていますか？マスク、つまり仮面舞踏会です。豪華な宮殿で安心できるこの舞踏会では、貴族たちが仮面をつけ、正体を隠して踊り明かしました。これによって普段は慎重でない相手とも自由に交流ができたんです。そして秘密の取引まで何でもありの空間だったとか。遺跡、貴族のこのような遊びは一時をさらに贅沢させました。浪費の象徴として一時の不満は爆発寸前にしていなかったかもしれませんね。途中豪華な娯楽が結果的にフランス革命の引き金となったとも言えます。歴史にはこんなドラマチックなシーンがたくさん隠れています。歴史って本当に面白いですよね。ぜひ次回もお楽しみに。緊急危機が迫っている中の貴族の優雅な生活。18世紀末、フランスは深刻な危機に瀕していました。暫定は上、経済が崩壊寸前で国庫は空っぽ。例えば毎晩のように開催される舞踏会。ここはきらびやかなドレスや宝石が光り、ワインや豪華な料理が惜しみなく振る舞われていました。食べられなかった食材を捨てることさえあったんです。でもその裏で国民はどうだったか。多くの人がパンさえ買えず必死で生き延びようとしていました。優雅ではなく無関心と映っていたのかもしれません。緊急危機が迫っている中での優雅な生活は特権任意の概念であり、同時にフランス革命の火種になりました。浪費が生まれた歴史の転換点、その今後を次回解説します。お楽しみに。特権階級の崩壊と民衆の苦難。18世紀末、フランスは深刻な危機に直面し、国全体が緊張状態に陥りました。その象徴が特権階級の優遇と重税に苦しむ民衆でした。貴族や聖職者などの特権階級は多くの富を所有しながら税を免除されていました。この不公平さが多くの人々の生活を崩壊寸前に追い込んでいました。さらに当時のパンの価格は急騰し、特に凶作が続いた年には主食であるパンが庶民には手に入らない贅沢品となってしまいました。略奪が頻繁に発生し、不満は徐々に国家全体に広がっていきました。一部の特権階級はこの状況を無視し続けました。宮殿での舞踏会や贅沢な宴はやまず、貴族たちは特権を守ることだけに執着していました。その結果、国全体だけでなく社会全体も崩壊の危機に瀕していました。不平等な税制度、特権者の浪費、そして飢える民衆。この問題は進行し、やがて革命へのエネルギーとなっていきました。次回はこの問題がどのようにフランス革命を引き起こしたのか、さらに詳しく解説します。どうぞお楽しみに。訴訟の不満が爆発する瞬間、議事が進行する中、議事堂の不満はついに爆発の時を迎えます。そのきっかけの一つが1789年に召集された三部会でした。この限界の場で特権階級と民衆の対立が表面化したのです。特権階級は免除特権を守ることに固執しました。一方、第三身分の代表者たちは平等な税負担や政治参加の拡大を求めました。この要求が拒否されると、第三身分の代表者たちは国民議会を設立しました。ここで重要なのがテニスコートの誓いです。第三身分の代表者たちが憲法制定まで議会を解散しないと誓いを立てたこの出来事は、自分たちの力で社会を変える決意を示した瞬間でした。しかしこの動きに危機感を抱いた特権階級と国王ルイ16世は武力で制圧しようとしました。そのため偶発的な不満が言葉から行動へ、そして革命のうねりへと変わっていきました。次回はバスティーユ襲撃をきっかけに進展するフランス革命の展開を詳しく解説します。どうぞお楽しみに。バスティーユ襲撃と革命の始まり。
1789年7月14日、フランス革命を象徴する歴史的な出来事が起きます。それがバスティーユ襲撃です。この驚くべき出来事は民衆の怒りが頂点に達した瞬間でした。当時バスティーユ刑務所は王権の象徴とされていました。刑務所自体には囚人がほとんどいませんでしたが、武器と火薬が保管されていたため、戦闘に備えるための重要な拠点とされていたのです。この日、怒れる群衆が刑務所に押し寄せ、守衛隊との激しい衝突が発生しました。この事件は単なる暴動ではなく、革命の始まりを告げるものでした。バスティーユ襲撃の結果、国王ルイ16世は民衆の力を無視できなくなり、譲歩せざるを得なくなりました。バスティーユ襲撃はフランス革命の象徴として今でも語り継がれています。この事件は単なる刑務所の制圧ではなく、民衆の力が歴史を動かした瞬間でした。次回は新たな秩序とさらに高まる緊張について解説します。どうぞお楽しみに。革命の加速と新たなチャラ。バスティーユ襲撃後、フランス革命はさらに勢いを増していきます。そしてフランス全土が混乱の渦に包まれていきました。この混乱の中、革命を進めるために国民議会は動き出します。そして1789年8月、封建的特権の廃止が宣言されました。これにより貴族の特権も公式に終わりを迎え、自由が実現しました。この一連の決定は革命の大きな成果の一つとされています。さらにその直後には人間と市民の権利の宣言が採択されます。この宣言は全ての人が平等であるという理念を大切にし、フランス社会に新しい価値観をもたらしました。しかしこの平等を全ての人々に実現するにはまだ多くの課題が残っていました。その後、王権を完全に廃止しようとする急進的な動きも現れ始めました。王室は次第に孤立し、国王ルイ16世とマリー・ラントワネットの行動は厳重に監視されるようになります。これにより民衆の力が国内の運命を左右する時代が始まりました。革命の流れが加速する中、貴族の特権は崩壊し、民衆が歴史の主役として動き始めました。次回は革命がどのように新しいフランスを作り上げたのか、さらに詳しく解説します。どうぞお楽しみに。国王と民主主義の対立が問題。1789年、フランス革命は進展を見せましたが、国内は依然として混乱した状況が続いていました。その中で焦点となったのが国王ルイ16世の立場です。国王は信頼を得ようとしましたが、逆に不信感を招く行動をとってしまいました。その象徴的な出来事が1791年のバレンヌ逃亡事件です。ルイ16世とマリー・アントワネットはオーストリアへの亡命を試みましたが、途中で捕らえられてしまいました。この事件は国王が革命に背を向けたと解釈され、大きな衝撃を与えました。結果として王権への支持は大幅に低下しました。同時に民衆は政治に直接関与する意識を強めていきました。特にパリでは革命の中心となるサンキュロットと呼ばれる民衆が積極的に行動し、共和制の実現を目指しました。さらに国外では周辺諸国がフランス革命に対して警戒感を強め、軍事的な圧力をかけてきました。国王と民衆の対立が激化する中で、フランスはますます混迷を深めていきます。次回はこの対立がどのように展開し、最終的に共和制へと移行したのかを詳しく解説します。お楽しみに。フランス革命、王政の終焉へ。バレンヌ逃亡事件をきっかけに国王ルイ16世への不信感は頂点に達しました。国民議会内でも王政を維持しようとする声は少数派となり、共和制への取り組みが加速していきます。そんな中、決定的な出来事が起こります。1792年8月10日、チュイルリー宮殿襲撃です。この日、怒れる民衆が国王一家が住んでいたチュイルリー宮殿に押し寄せ、守備隊と激しい戦闘を繰り広げました。その結果、ルイ16世は家族と共に幽閉されました。これにより、実質的に王政は終焉を迎えたのです。この出来事は、フランス国内の勢力図を一変させました。民衆の力が決定的となり、国民公会が設立されてフランスは正式に共和制へと移行します。長い間続いた王政が完全に幕を閉じました。しかし、この新しい時代が平穏だったわけではありません。内部では急進派と穏健派の対立が激化し、外部ではフランス革命に警戒する周辺諸国との戦争が始まりました。革命は過激な変革と新たな困難へと向かっていきます。チュイルリー宮殿襲撃を経て、フランスは王政から共和制へと大きく転換しました。次回は突入した革命の行方を詳しく解説します。お楽しみに。フランス革命、恐怖政治の始まり。王政が終焉を迎え、フランスは共和制へと移行しました。しかし、新しい体制が安定することはなく、国内の圧力が一層高まりました。その結果、革命は恐怖政治と呼ばれる極限の時代へと突入しました。1793年、ルイ16世が反逆罪で裁判にかけられ、処刑されます。この出来事は国内外に衝撃を与え、革命はさらに過激化しました。革命を守るためには過激な措置の正当であるという声が高まりました。ジャコバン派は革命の理念を守るため、過激な政策を実行しました。これにより、フランス全土が恐怖に包まれることになりました。ただし、ジャコバン派の改革には革命の理想を追求した側面もありました。奴隷制度の廃止や教育の普及など、革新的な政策も実施されました。しかし、過剰な暴力と弾圧は革命の支持を大きく揺るがす結果となりました。恐怖政治は革命を守るための手段でもあり、同時に革命を混乱に陥れる存在でもありました。この過激な時代がどのように終焉を迎え、
フランスが次の時代へと進むのか。次回はその行方を詳しく解説します。お楽しみに。恐怖政治の終焉とロベスピエールの最後。恐怖政治の真っ最中、フランス社会は混乱と恐怖に支配されていました。革命の理想を掲げていたにもかかわらず、多くの人々が疑いの目で見られ、処刑されていたこの時代。そんな中、ジャコバン派を率いるロベスピエールは次第に孤独になっていきます。1794年、ロベスピエールは権力を強化し、反対派を排除しました。しかし、その強固な姿勢により、周囲の支持者たちも次第に離れていきます。そして、ついに彼の独裁に対する反発が爆発しました。テルミドールのクーデターと呼ばれる出来事です。このクーデターでロベスピエールとその側近たちは逮捕され、翌日にギロチンによって処刑されます。ロベスピエールの死は、恐怖政治の終わりを意味しました。フランスは徐々に安定を取り戻し、革命の次の段階へと進んでいきます。この時期、社会はより穏健な路線へと移行し、新たな指導者たちが登場することになります。恐怖政治が終わりを迎えたことで、フランス革命は新たな段階へ入りました。次回は、後期革命の混乱とその中から登場したナポレオンの台頭について解説します。フランス革命、平和からナポレオンの台頭へ。ロベスピエールの死によって恐怖政治が終わりを迎えた後、フランス社会は次の平和の時代に突入しました。この時期、革命の理想を掲げながらも、政府は不安定で、各地で反乱や紛争が相次ぎました。特に総裁政府と呼ばれる新しい政権は、腐敗や内部分裂に悩まされていました。この状況で、国民は強力で安定した指導者を求め始めました。そんな中、注目を集めたのが若き将軍ナポレオン・ボナパルトでした。彼はイタリア遠征やエジプト遠征で軍事的な成功を収め、フランス国内で英雄視されるようになりました。政治家たちも彼のカリスマ性と実績に期待を寄せました。そして1799年、ナポレオンはブリュメール18日のクーデターを敢行。これにより、新たなリーダーが舞台に登場しました。革命の混乱とその中から生まれたナポレオンの台頭。フランスはここからさらに劇的な変革を迎えます。次回は、ナポレオンがどのようにしてフランス帝国を築き上げたのか、その過程を詳しく解説します。お楽しみに。ナポレオンの改革とフランス帝国の始まり。1799年のブリュメール18日のクーデターで政権を掌握したナポレオン・ボナパルトは、フランスを立て直すために大胆な改革に乗り出しました。彼は特に法律の分野で様々な改革を実施しました。その中でも特に有名なのがナポレオン法典の制定です。この法典は革命で尊重された平等の理念を法律として形にしたもので、封建的な制度を完全に廃止しました。財産権の保護や契約の自由を定めるこの法典は、フランスだけでなくヨーロッパ全体に大きな影響を与えました。さらにナポレオンは、経済を立て直すためにフランス銀行を設立し、行政を再編しました。これにより、ナポレオンへの支持が強化されました。そして1804年、ついにナポレオンは皇帝に即位します。この時、フランスは共和制からフランス帝国へと移行し、ナポレオンの支配はヨーロッパ全土に広がり始めました。彼の統治によって、フランスは再び一つにまとまり、新たな時代へ突き進んでいきました。ナポレオンの改革はフランスを立て直し、彼自身を皇帝へと押し上げました。しかし、彼の帝国はどのように拡大し、そして衰退していくのでしょうか。次回はナポレオン戦争とその終焉について詳しく解説します。お楽しみに。ナポレオン帝国、ヨーロッパ征服への挑戦。1804年に皇帝へと即位したナポレオンは、次にヨーロッパ全土をフランスの支配下に置くことを目指しました。こうして始まったのが、後にナポレオン戦争と呼ばれる激しい戦いの時代です。ナポレオンは数々の戦場でその軍事的な才能を発揮しました。特に有名なのが1805年のアウステルリッツの戦いです。この戦いでナポレオンはロシアとオーストリアの連合軍を破り、三帝海戦とも呼ばれる圧倒的な勝利を収めました。この勝利により、フランスはヨーロッパの覇権を握ることになります。その後もプロイセンやスペイン、さらにはイタリア半島を支配下に置き、ナポレオン帝国はヨーロッパの広大な地域を統治するまでになりました。特にイギリスとの対立は深刻でした。ナポレオンは大陸封鎖令を出し、イギリスとの貿易を断つことで経済的に追い詰めようとしましたが、この政策は期待した効果が得られず、逆にヨーロッパ諸国の反発を招く結果となりました。ナポレオンはその軍事的才能でヨーロッパを支配しましたが、その急速な拡大は新たな問題も生み出しました。次回は、ロシア遠征やライプツィヒの戦いを中心に、帝国の頂点から崩壊までの道筋を解説します。どうぞお楽しみに。ナポレオン帝国崩壊への序曲。ナポレオンがヨーロッパを制圧した全盛期もやがてほころびが見え始めます。その大きな転機となったのが1812年のロシア遠征です。この遠征はナポレオンの最大の失策とも言われています。ナポレオンはロシアが大陸封鎖令に反したことを理由に大軍を率いてロシアに侵攻しました。その数は約60万。しかしロシア軍は焦土作戦を実行し、フランス軍の進軍ルートにある食料や物資を燃やしてしまいました。これによりフランス軍は極度の飢えと寒さに追い込まれました。さらに冬の厳しい寒さと補給不足によりナポレオンの軍は壊滅的な被害を受けます。最終的に
生還した兵士はほんの数万人に過ぎず、この失敗はフランス帝国の勢力に大きな打撃を与えました。このロシア遠征の失敗をきっかけに、ナポレオンに反発していた国々が次々と立ち上がります。1813年のライプツィヒの戦いでは、プロイセン、ロシア、オーストリアを中心とした連合軍がナポレオンを大敗させ、フランス軍はヨーロッパ各地から後退を余儀なくされました。ロシア遠征の失敗とライプツィヒの敗北により、ナポレオン帝国の崩壊は現実のものとなり始めました。次回はナポレオンの退位、そしてその後のエルバ島への流刑と100日伝播について詳しく解説します。どうぞお楽しみに。ナポレオンの退位とエルバ島への流刑。1814年、ナポレオン帝国はついに崩壊の危機を迎えます。ロシア遠征の失敗とライプツィヒの戦いでの大敗により、フランス軍は弱体化し、ヨーロッパ諸国の連合軍がフランス本土へ進軍を開始しました。連合軍はフランスを包囲し、ナポレオンはパリを守ることができなくなります。そして1814年4月、彼は退位を果たしました。この時、ナポレオンはフランスを去ることになり、地中海の小さな島エルバ島への流刑が決まりました。しかし、ナポレオンが流刑地で静かに余生を過ごすわけではありませんでした。彼はエルバ島での短期間滞在中も統治者として振る舞い、フランス国内の情勢を密かに調べていました。ルイ18世の王政復古に不満を持つ人々が多く、その不満はナポレオンにとって大きなチャンスとなったのです。そして1815年、ナポレオンはエルバ島を脱出し、フランスに来て再びフランスを掌握するための100日伝播が始まります。彼の驚くべき復活劇はヨーロッパ中に衝撃を与えました。退位から流刑、そして奇跡の復活、ナポレオンは再び歴史の舞台に立ちますが、その運命はどうなるのでしょうか。次回はワーテルローの戦いとナポレオンの最終章について詳しく解説します。どうぞお楽しみに。ワーテルローの戦いとナポレオンの最終アキラ。1815年、エルバ島を脱出したナポレオンはフランスに帰還し、わずか数週間で再び勢いを増しました。この100日殿下と呼ばれる期間、ナポレオンはかつての栄光を取り戻すために再び動き出します。しかし、ナポレオンの復活を許すわけにはいかないと考えたヨーロッパ諸国は連合軍を組織してナポレオンに対抗しました。そして彼と連合軍の最終決戦となったのが1815年6月18日に起きたワーテルローの戦いです。当初フランス軍は有利に戦いを進めていましたが、プロイセン軍の援軍が到着したことで形勢が逆転しました。結局ナポレオンは大敗を喫し、ここで彼の軍事的キャリアは幕を閉じます。敗北したナポレオンは再び退位し、今度は南大西洋の孤島セントヘレナ島への流刑が決定されました。そこで彼はその生涯を終えます。ワーテルローの戦いはナポレオンの栄光の最終章を締めくくる出来事でした。彼の野望は砕けましたが、その影響は今なお世界に残っています。彼の遺産とその評価についてさらに詳しく解説します。お楽しみに。ナポレオンが後に残した遺産。ナポレオンはセントヘレナ島でその生涯を閉じましたが、彼がフランスと世界に残した影響は計り知れません。彼が制定したナポレオン法典はその代表的な例です。ナポレオン法典は全ての国民が法の下に平等であるという理念を明確に示しました。この法典は世界中の法律に影響を与える基礎となり、現在でも多くの国がこの法典を参考にしています。またナポレオンは行政や教育の分野でも革命的な改革を行いました。中央集権的な行政制度を整え、国家運営の効率を向上させただけでなく、近代的な教育システムを導入し、多くの才能ある人材を育てました。この仕組みはフランスだけでなくヨーロッパ諸国にも受け継がれています。さらにナポレオンはヨーロッパにナショナリズムを広めるきっかけを作りました。彼の影響は国家の形成に大きな役割を果たしました。ナポレオンはその軍事的野望だけでなく、法律や行政、教育、さらにはナショナリズムといった形で現代社会に大きな影響を与えました。次回はナポレオンの評価をめぐる議論や彼の遺産がどのように受け継がれているのかを深掘りします。ナポレオンの評価をめぐる議論。ナポレオンの人生は栄光と悲しみに満ちたドラマでしたが、彼をどう評価するかは今も意見が分かれるところです。彼は英雄として称賛されることもあれば、独裁者として批判されることも少なくありません。まずは英雄としての評価です。ナポレオンはフランス革命の理念を広め、ヨーロッパの封建制度を崩壊させました。ナポレオン法典や教育改革、行政の近代化など、フランス社会を根本から変革した功績は大きく、現在でも世界中で高く評価されています。次に独裁者としての評価です。ナポレオンは権力を手にした後、民主的なプロセスを無視し、自らを皇帝に即位しました。またヨーロッパ各地で戦争を繰り返し、その結果彼の支配下にあった多くの人々に苦痛を与えたと言われています。さらにナポレオンの影響は彼の死後も続きました。フランス第二帝政やナショナリズムの台頭、さらにはヨーロッパ統合の思想に至るまで、彼の存在が与えた影響は多岐にわたります。ナポレオンは偉大な改革者でありながら、ヨーロッパを混乱に陥れた独裁者でもありました。その評価は一面的ではなく、多面的な視点から見ていく必要があります。次回はナポレオンが現代にもたらした影響をさらに掘り下げていきます。どうぞお楽しみに。ナポレオンが現代に与えた影響。ナポレオンの死から200年以上が経ちましたが、彼が現代社会に残した影響は今なお色濃く残っています。特に重要なのが法律政治軍事戦略の3つの分野です。まず法律の面では、ナポレオン法典が世界中の法律の基礎になりました。この法典はフランスだけでなくヨーロッパやアメリカ、さらには日本にも影響を与えています。現在も多くの国がこの考え方を採用しており、ナポレオンの理念は法律の中で生き続けています。次に
政治体制の面です。ナポレオンは君主制と共和制を融合させた中央集権的な国家を作りました。これは後のフランス第二帝政だけでなく、現代の大統領制にも影響を与えました。強いリーダーシップを持つ政治のあり方は今も世界の多くの国で見られます。そして軍事戦略の面です。ナポレオンは戦場での機動力と迅速な作戦の重要性を示しました。彼の軍事理論は現在の戦争や戦略にも影響を与えており、多くの軍学校で研究されています。法律、政治、軍事ナポレオンが成し遂げたことは今も私たちの社会の根幹を支えています。彼の影響は一時的なものではなく、歴史を超えて生き続けているのです。次回はナポレオンの生涯を振り返りながら彼のもしもの歴史について考察します。お楽しみに。ナポレオンがワーテルローで勝っていたら、歴史にもしもはありませんが、もしナポレオンがワーテルローの戦いに勝利していたら、世界はどうなっていたのでしょうか。今回はこのもう一つの歴史に迫ってみましょう。もしワーテルローでナポレオンが勝っていたら、まず考えられるのは彼の帝国が一時的に維持されていた可能性です。その結果、ヨーロッパの勢力図は大きく変わっていたかもしれません。さらにナポレオンが統治を続けることで、ヨーロッパはより統一された形になっていた可能性もあります。彼はヨーロッパ統一のビジョンを持っていました。そのため欧州連合のような統一国家が19世紀のうちに誕生していたかもしれません。しかしナポレオンが支配権を続ければ、イギリスやロシアとの対立は避けられず、新たな大戦争が起きた可能性もあります。どのような結末を迎えたのかは今となっては分かりません。ワーテルローでの敗北はナポレオンの終焉を決定づけましたが、もし勝利していたらヨーロッパの歴史は大きく変わっていたかもしれません。次回はナポレオンの生涯を総まとめし、彼の伝説がどのように語り継がれているのかを解説します。お楽しみに。ナポレオンの生涯総まとめ。ナポレオン・ボナパルト。彼はフランス革命の混乱の中から現れ、皇帝となりヨーロッパを征服し、そして敗北しました。1769年、ナポレオンはコルシカ島で生まれました。彼はフランス社会を近代化し、多くの改革を実施しました。軍事面ではアウステルリッツの戦いなどで圧倒的な勝利を収め、ヨーロッパの覇権を手にしました。しかし最終的には敗北し、歴史の表舞台から姿を消すことになりました。ナポレオンが残したものは計り知れません。ナポレオン法典は今も世界中の法律に影響を与え、彼の軍事戦略は現在でも研究されています。そして彼の伝説は今も世界中の人々を魅了し続けています。英雄か独裁者か、ナポレオンの評価は今も議論が続いています。しかし彼が歴史を大きく変えたことは間違いありません。彼の生涯を振り返ることで、歴史がどのように動くのかを広く感じることができます。これからも歴史の魅力をお届けします。フランス革命の背景と勃発。旧体制アンシャンレジームの問題点。フランス革命の前、フランスはアンシャンレジームと呼ばれる旧体制の下で統治されていました。この旧体制は社会の不平等を助長し、多くの人々に不満を抱かせていました。フランス第一身分、聖職者第二身分、貴族第三身分、平民の3つに分類されていました。第一身分は特権を持ち、教会の土地や税収を享受していました。第二身分も特権を持ち、広大な領地を所有し、その時代で裕福な暮らしをしていました。一方、第三身分は重い税負担を負い、政治的な発言権もほとんどありませんでした。この不公平な社会構造が革命の大きな課題となりました。例えば、フランスの貴族は広大な領地を持ち、その時代で裕福な暮らしをしていました。彼らは税金を支払う義務がなく、特権的な地位を享受していました。これに対して第三身分は重い税負担を負い、生活が苦しい状況にありました。このような不平等がフランス革命の原因の一つとなりました。またフランスの経済状況も革命を引き起こす要因の一つでした。アメリカ独立戦争への参加や贅沢な宮廷生活による財政の逼迫が税収の増加を必要とし、第三身分への負担がさらに増加しました。これに加えて連続する不作や飢饉が国民の生活を一層困難にし、社会全体の不満を増大させました。フランス革命の勃発を理解するには、当時のフランス社会がどれだけ分裂していたかを見る必要があります。第一身分である聖職者は教会の富を握り、第二身分である貴族は広大な土地を所有し、その収益で生活していました。それに対して第三身分である平民たちは重税に苦しみ、政治的な発言権もほとんどない状態でした。この3つの身分は極端に異なる生活を送っており、社会の不満は日に日に高まっていきました。不満がフランス全土で爆発し、1789年にフランス革命が勃発しました。革命は進行していくことになり、
旧体制の打破と社会の再編成を目指す大きな動きとなりました。その影響はフランス国内だけでなくヨーロッパ全体に波及しました。革命の初期段階では国民議会の成立やバスティーユ牢獄の襲撃など象徴的な出来事が次々と起こり、旧体制の崩壊が進みました。そして人権宣言の採択や憲法の制定などフランス社会は劇的な変革を遂げていきました。この時期フランスの政治的社会的な変革は多くの困難と対峙しながらも新たな社会秩序の構築を目指す希望に満ちた時代でもありました。当面の危機と第三身分の不満、フランス革命の直接的なきっかけとなったのは深刻な危機でした。政府の支出が増え続け、税金だけでは追いつかなくなったのです。この経済的な困難はフランス社会全体に影響を及ぼし、特に第三身分の平民たちにとっては耐え難い負担となりました。18世紀のフランスは度重なる戦争によって莫大な借金を抱えていました。特にアメリカ独立戦争への支援はフランス経済に大きな負担を与えました。このような状況下でフランス政府は財政再建を目指しましたが、そのためには税金の増税が必要でした。しかし貴族や聖職者は免税特権を持っており、彼らに税金を課すことは容易ではありませんでした。そのため税負担の大部分は第三身分の平民たちに押し付けられました。ルイ16世は一時的に財政を立て直しましたが、貴族たちは自分たちに多少の負担を課すことを拒否しました。しかし第三身分の代表は政治的な発言権がほとんどなく、不満を募らせました。彼らは税金の増税に対して強い反発を示し、政府に対する不満が高まっていました。第三身分の不満は経済的な混乱だけでなく政治的な無力感にも起因していました。彼らは国家の運営に関与することができず、貴族や聖職者によって自分たちの運命が決められることに対して強い反発を抱いていました。これが革命の火種となり、社会全体を揺るがす大きな動きへと発展していきました。この三部会での対立がきっかけとなり、第三身分は独自に国民議会を結成しました。これがフランス革命の始まりとなりました。第三身分の不満が爆発し、フランス全土で革命の火が燃え広がりました。バスティーユ襲撃と革命の始まり。1789年7月14日、怒りを爆発させたパリ市民がバスティーユ刑務所を襲撃しました。この事件はフランス革命の象徴的な出来事として知られています。この日パリ市民は長年の不満と苦しみが一気に爆発し、武器を求めて刑務所に向かいました。ルイ16世が第三身分を弾圧しようと軍を集中させたことで、パリの人々は王が武力で国民を抑え込もうとしていると恐れました。さらに飢饉や経済的な苦境が重なり、一瞬の怒りが爆発したのです。市民たちは武器を求めてバスティーユ刑務所に押し寄せました。刑務所は王権の象徴とされていたため、市民にとっては革命の第一歩となる目標でした。最終的にバスティーユは陥落し、刑務所の司令官が捕らえられました。この事件はフランス全土に大きな影響を与え、革命の火を燃え広げました。バスティーユ襲撃はフランス革命の幕開けを宣言する重要な出来事でした。この後フランスは大きく変わっていくことになります。バスティーユ牢獄の襲撃は市民の怒りと絶望が頂点に達した瞬間でした。彼らは王政の象徴を打ち壊し、自分たちの力で新たな社会を築く決意を示しました。この事件をきっかけに全国各地で革命の動きが広がり、旧体制は崩壊の道を歩み始めました。フランス革命の展開、人権宣言と立憲君主制への移行。バスティーユ襲撃の後、フランスの政治は大きく変わりました。国民議会は人権宣言を採択し、立憲君主制への移行を目指しました。この宣言はフランスの政治体制を根本的に変えるものであり、その影響は長く続きました。暫定政府は自由、平等、博愛という理念を大切にし、貴族や王の絶対権力を制限しようとしました。特に人間は生まれながらにして自由であり、権利を持つと宣言されました。この宣言はフランス国内だけでなく世界中に大きな影響を与えました。人権宣言は人々の権利を守るための重要な文書となり、その後の民主主義の発展に大きく寄与しました。人権宣言の内容は現在の民主主義の基本となるものでした。また国王の権力は制限され、フランスは絶対王政から立憲君主制へと移行しました。この変革は
フランス社会に新しい秩序をもたらし、国民の権利を守るための基盤となりました。人権宣言の中で特に重要な部分は、全ての人は生まれながらにして自由かつ平等であり、その尊厳と権利を持つという理念です。この理念は後のフランスだけでなく、アメリカの独立宣言や世界中の憲法に影響を与えました。フランス革命は人権宣言を通じて世界中の人々に自由と平等の価値を広めました。国王ルイ16世の処刑と共和制の誕生。フランス革命が進行している中で、国王ルイ16世は反革命の象徴とみなされ、最終的に処刑されました。これによってフランスは正式に共和制へと移行しました。この出来事はフランス革命の重要な転換点となり、国民の間で大きな波紋を呼びました。王政を維持しようとする勢力と、革命をさらに推進したい勢力の対立が激化した結果、国王の存在がフランスの将来の障害と考えられるようになりました。また、外国と結託し、王政復興を目指していると疑われたことも大きな要因でした。このような状況の中で、国王ルイ16世は次第に国民の信頼を失っていきました。1791年、ルイ16世はオーストリアへ逃亡を図りましたが、バレンヌで捕らえられました。この事件は国民の間で王はもう信頼できないとの認識を強化しました。その後、フランスはオーストリアやプロイセンと戦争状態に突入し、国内はさらに混乱しました。1792年には国民公会が王政を廃止し、共和制を宣言しました。そして1793年1月、ルイ16世は国家反逆罪によりギロチンで処刑されました。この処刑はフランス全土に大きな影響を与え、革命の熱気をさらに高めました。ルイ16世の処刑によってフランスは正式に共和制へ移行しました。この出来事はフランス革命の重要な転換点となり、国民の間で大きな波紋を呼びました。この後、フランスは新たな政治体制を築き、国民の権利を守るための基盤を作りました。恐怖政治とロベスピエールの台頭。ルイ16世の処刑後、フランスは恐怖政治と呼ばれる時代に突入しました。この時代はフランス革命の中でも特に激しい混乱と暴力が続きました。王政が廃止されても、フランス国内は反革命勢力が活動しており、国外では王政復興を目指す勢力がフランスに攻め込みました。このような状況の中で、ジャコバン派の指導者ロベスピエールが強権を握り、恐怖政治を実施しました。彼は革命を守るためには厳しい手段を取る必要があると考え、国内外の敵を徹底的に排除しようとしました。1793年から1794年にかけて、フランス国内では約4万人が処刑されました。ギロチンは平等な処刑方法とされましたが、その刃を下に落とされたのは王党派だけでなく、革命の初期に活躍したダントンやデムーランといった人物も革命の敵として処刑されました。この時期、恐怖政治は国民の間で大きな恐怖と不安を引き起こしました。ロベスピエールの恐怖政治は、最初は革命を守るための手段でしたが、次第に暴力が増大し、終わりを迎えました。彼の政策は一部の支持を受けたものの、最終的には多くのフランス国民にとって耐え難いものとなり、彼自身も処刑されました。この恐怖政治の期間は、フランス革命の中でも最も暗い時代として記憶されています。ナポレオンの登場と帝政の確立。ナポレオンの台頭とクーデター、恐怖政治が終わった後、フランスでは不安定な統治が続きました。この時期、軍人ナポレオン、ボナパルトが台頭し、1799年にクーデターを起こして実権を握りました。彼の登場はフランス革命の新たな展開をもたらしました。ロベスピエールの死後、フランスは総裁政府と呼ばれる体制になりましたが、経済は不安定で、政治の腐敗も深刻でした。このような状況の中で、英雄視されるようになっていたナポレオンが、国民の期待を背負って行動しました。彼は、革命の成果を守り、国民の安全を確保するために強力なリーダーシップを発揮しました。1799年、ナポレオンはブリュメール18日のクーデターを決行し、実権を握りました。このクーデターにより、ナポレオンは軍事的な権威を確立し、フランスの指導者としての地位を固めました。彼の登場は、フランスの政治と社会に大きな影響を与えました。ナポレオンのクーデターは、フランス革命の平和を守るためのものでした。彼の登場により、フランスは新たな政治体制を築き、
国民の権利を守るための基盤を作りました。ナポレオンの時代はフランスの歴史において重要な転換期となりました。ナポレオン法典と国内改革。ナポレオンはフランスを安定させるためにナポレオン法典を制定し、国内の改革を進めました。彼の改革はフランスの法律と社会の基盤を再構築し、長期的な安定をもたらしました。革命期の平和を経て、フランスでは法律が統一されておらず、紛争が続いていました。ナポレオンは法の前の平等を確立し、社会の秩序を回復しようとしました。彼は革命の成果を法律として確保し、国民の権利を守るための基盤を築こうとしました。1804年に制定されたナポレオン法典は、法の前の平等、私的所有権の不可侵など明確に規定しました。この法典は革命の成果を法律として確保し、フランス社会を安定させました。またこの法典は後に世界各国の法律にも影響を与え、ヨーロッパ諸国の法律の基盤となる重要な法典となりました。ナポレオン法典は現在のフランスだけでなく、ヨーロッパ諸国の法律の基盤となる重要な法典でした。ナポレオンは戦争だけでなく、社会改革の面でも大きな影響を与えました。彼の改革はフランスの法律と社会の基盤を再構築し、長期的な安定をもたらしました。皇帝ナポレオンの誕生。ナポレオンは権力を強めていき、1804年にはついに自ら皇帝に即位しました。フランス革命によって倒された王政が新たな形で復活したのです。ナポレオンの下でフランスは安定し、国民の支持を集めていました。彼はカトリック教会と和解し、経済政策を改善し、軍事的にも強力な体制を築きました。また国民投票を実施し、圧倒的な支持を得たことで皇帝即位を決意しました。彼の政策はフランスの法律と社会の基盤を再構築し、長期的な安定をもたらしました。1804年12月2日、ナポレオンの戴冠式が行われました。通常戴冠式ではローマ教皇が皇帝に冠を授けるのが伝統でしたが、ナポレオンは自らの手で皇帝の冠をかぶりました。これは自分の力で皇帝になったという象徴的な行動であり、ナポレオンの強い意志を示していました。この戴冠式はフランス国内外で大きな注目を集め、ナポレオンの権威をさらに高めました。こうしてナポレオンはフランス皇帝となり、フランス革命の理念を継承しながらも新たな帝政を展望しました。彼の登場はフランスの歴史において重要な転換期となりました。ナポレオンの改革はフランスの法律と社会の基盤を再構築し、長期的な安定をもたらしました。ナポレオン戦争とヨーロッパ支配、アウステルリッツの戦いと大陸制覇。ナポレオンは数々の戦争でヨーロッパを制し、1805年のアウステルリッツの戦いでは圧倒的な勝利を収めました。この戦いによりフランスはヨーロッパの覇権を確立しました。ナポレオンの軍事的な才能と戦略はヨーロッパの歴史に大きな影響を与えました。ナポレオンはフランスの敵対勢力を打ち破るため各国と戦争を続けました。特にイギリス、オーストリア、ロシア、プロイセンといった国々がフランスの拡大を恐れ、対仏同盟を結成していました。ナポレオンはこれらの同盟国と戦い、フランスの影響力を広げることを目指しました。1805年12月2日、ナポレオン軍はオーストリアとロシアの連合軍と対峙しました。兵力では劣勢でしたが、ナポレオンは賢明な戦略と迅速な行動で敵軍を包囲し、決定的な勝利を収めました。この戦いは三帝海戦とも呼ばれ、ナポレオンの最高傑作の一つとされています。この勝利によりフランスの支配はヨーロッパ全土へと広がり、ナポレオンの名声は頂点に達しました。ロシア遠征の失敗と転落の始まり。ナポレオンの最大の誤算は1812年のロシア遠征でした。これがフランス帝国の崩壊のきっかけとなりました。この遠征はナポレオンの軍事的な野望の頂点に達したものの、同時に彼の転落の始まりでもありました。ナポレオンはヨーロッパを制覇したものの、唯一イギリスを屈服させることができませんでした。そのためイギリスとの貿易を断ち切るために大陸封鎖令を発令しました。この結果、ナポレオンはロシアを征服しようとしました。彼はロシアを打倒することでイギリスに対する圧力を強め、最終的にイギリスを屈服させることを目指していました。
1812年6月、ナポレオンは約60万人の兵士を率いてロシアに攻撃しました。しかし、ロシア軍は徹底した焦土作戦を行い、食料や補給も得られませんでした。厳しい冬がフランス軍を襲い、敗北を喫しました。結果的に、フランス軍はわずか数万人しか帰還できなかった。この大規模な敗北は、フランスの軍事力に大きな打撃を与えました。ロシア遠征の失敗によって、ナポレオンの勢力は大きく衰退しました。これが彼の転落の始まりとなりました。彼の野望が破綻し、フランス帝国の崩壊が始まりました。ワーテルローの戦いとナポレオンの最終期。1815年、ナポレオンは最終的にワーテルローの戦いで敗北し、皇帝の座を追われました。この戦いにより、ナポレオンの支配は終焉を迎えました。彼の軍事的な野望はここで完全に破綻し、フランス帝国は崩壊しました。ロシア遠征の失敗後、ナポレオンは1814年に退位し、エルバ島へ流されました。列強諸国は再び連合を組み、ナポレオンを討伐しようとしました。彼はエルバ島から脱出し、再びフランスの支配を試みましたが、連合軍によって阻まれました。彼の再びの挑戦は、ヨーロッパの平和を再び揺るがすこととなりました。1815年6月18日、ナポレオン軍はベルギーのワーテルローでイギリス、プロイセン連合軍と対峙しました。ナポレオンは善戦しましたが、最終的には連合軍に敗北しました。この敗北により、フランス帝国は完全に崩壊しました。その後、ナポレオンは南大西洋のセントヘレナ島へ流され、1821年にその地で生涯を終えました。彼の最後の日々は、孤島での軟禁生活として過ごされました。ワーテルローの戦いによって、ナポレオン時代は完全に終焉しました。しかし、彼の影響は今もなお世界に残り続けています。彼の軍事戦略や法制度は、今日のヨーロッパに大きな影響を与え続けています。ナポレオンの名前は、歴史の中で永遠に語り継がれることとなりました。ナポレオン時代の終焉とその影響。ナポレオンの時代は終わりましたが、彼が残した影響は計り知れないものでした。フランス革命の理念をヨーロッパ全域に広め、現代の法律や軍事戦略にも大きな影響を与えました。彼の時代はヨーロッパの歴史における重要な転換期となりました。ナポレオンの影響はその後の政治体制や社会構造にも深く根付いています。ナポレオンはナポレオン法典を制定し、中央集権的な国家体制を確立しました。また彼の軍事戦略は後の戦争にも大きな影響を与えました。彼の戦略はその後の軍事思想や戦術に大きな影響を与え、多くの軍事学者によって研究され続けています。ナポレオンの法制度はその後の法律制度の基盤となり、多くの国々で採用されました。例えばナポレオン法典は現在のフランス、ドイツ、イタリアの法律に影響を与えています。また彼の軍事戦略は現代の軍事戦略にも取り入れられています。ナポレオンの戦略はその後の軍事思想や戦術に大きな影響を与え、多くの軍事学者によって研究され続けています。ナポレオンの影響は軍事だけでなく文化や社会にも広がっています。彼の時代に開かれた多くの美術館や図書館は現在もフランスの文化的遺産として存在しています。さらに彼の時代に普及した教育制度はフランス国内外で広く採用され、多くの国で教育の基盤となりました。ナポレオンの時代は戦争と改革の時代でしたが、その遺産は今もなお続いています。彼の法典や戦略は現代に生き続け、世界中の法律や軍事に大きな影響を与えています。ナポレオンの名前は歴史の中で永遠に語り継がれることでしょう。フランス革命とナポレオンの時代の総括。フランス革命とナポレオンの時代はフランスだけでなく世界の歴史においても重要な転換点でした。フランス革命は旧体制を打破し、新たな社会秩序を築こうとする動きでした。それにより自由、平等、博愛という理念が広まり、多くの国々で民主主義の基盤が築かれました。ナポレオンの時代は軍事的な成功と法制度の改革が進んだ時代でした。彼の戦略と法典は現代の軍事思想や法律制度に多大な影響を与えました。またナポレオンの時代に進められた改革はフランス社会の安定と発展に寄与しました。しかしナポレオンの軍事的な野望は最終的に彼自身を崩壊へと導きました。ロシア遠征の失敗とワーテルローの敗北により
フランス帝国は崩壊し、ナポレオンの時代は終焉を迎えました。しかしその影響は今もなお世界に残り続けています。フランス革命とナポレオンの時代は戦争と改革の時代でしたが、その遺産は今もなお続いています。彼らの法典や戦略は現代に生き続け、世界中の法律や軍事に大きな影響を与えています。ナポレオンの名前は歴史の中で永遠に語り継がれることでしょう。歴史上最も血生臭い革命の一つは、実は1個のパンから始まったと言われています。18世紀末のフランスでは、パンの価格高騰により飢えた民衆の怒りが爆発寸前でした。当時のマリー・アントワネットが、パンがないならケーキを食べればいいじゃないと言ったという話は、実は後世の創作だったことが分かっています。しかし、王族や貴族たちの豪華絢爛な暮らしぶりは事実で、一般市民との格差は限界を超えていました。1789年7月14日、パリ市民たちは武器庫として使われていたバスティーユ牢獄を襲撃し、ここから革命の火が一気に燃え広がりました。自由平等博愛を掲げた市民たちは、特権階級の廃止と人権宣言を次々と実現していきます。しかし革命は次第に過激化し、ルイ16世とマリー・アントワネットは処刑され、さらに多くの人々がギロチンの荒は解き得ました。フランス革命は、近代民主主義国家の礎を築きながらも、その過程であまりにも多くの犠牲を払うことになったのです。誰もが知る残虐な処刑で命を落としたルイ16世は、実は心優しい性格で、むしろ国を良くしたいと願っていた国王でした。20歳で即位した彼は、財政再建のために自ら質素な生活を心がけ、王室の支出を抑えようとしました。当時のフランスは、アメリカ独立戦争への支援で国庫が底をつき、深刻な財政難に陥っていました。ルイ16世は改革のため、有能な財務官を次々と登用しましたが、既得権益を持つ貴族たちの反対に遭い、改革は失敗に終わってしまいます。その一方で、彼には決断力のなさという致命的な欠点がありました。人の意見に容易に左右され、重要な場面での決断が遅れがちだったのです。そして革命が勃発すると、妻のマリー・アントワネットと共にパリから逃亡を図りましたが、途中で捕らえられてしまいました。1793年1月、ルイ16世は、フランス市民類化兵として裁判にかけられ、反逆罪で死刑を宣告されます。処刑台に向かう直前まで、彼は自分が国民のために尽くしてきたことを信じていたと言われています。オーストリアの王女として生を受けながら、フランス革命の混乱の中で断頭台の荒は消えたマリー・アントワネット。彼女は14歳でフランスに嫁いだ時から、オーストリアのスパイとお互いの目を向けられ続けていました。若くして王妃となった彼女は、豪華絢爛な宮廷生活と贅沢な相性、そして派手な社交パーティーを楽しみ、マダム・デ・フィシット、赤字夫人と揶揄されるほどでした。しかし、そんな彼女も子供たちの誕生を機に、次第に成熟した王妃へと変貌を遂げていきます。革命が始まると、彼女は夫のルイ16世と共にバレンヌへの逃亡を試みますが失敗。その後、王族は厳重な監視下に置かれ、パリのタンプル島に幽閉されることになります。最愛の夫の処刑後、彼女は子供たちと引き離され、コンシェルジュリー監獄で孤独な日々を送ります。そして1793年10月、37歳の彼女は、祖国に対する反逆罪で処刑。最後まで威厳を保ち、断頭台に向かう姿は、かつてのオーストリアの誇り高き王女の面影を残していたと言われています。革命の英雄として民衆から熱狂的な支持を得ながら、最後は自らが作り出した恐怖政治の犠牲となったロベスピエール。法律家としてのキャリアをスタートさせた彼は、その雄弁な演説力と清廉潔白な人柄から、汚れな記者の異名を持つようになります。フランス革命が勃発すると、彼は平等と共和制を求める急進派の中心人物として頭角を現し、国民公会では圧倒的な影響力を持つようになりました。特に、革命の敵を徹底的に排除する、公安委員会のリーダーとして、恐怖政治を主導したことで知られています。その過程で、王族や貴族だけでなく、かつての同志であったダントンやデムーランまでも、革命の純粋性を守るという名目で処刑台へと送っていきます。しかし、次々と処刑される人々を目の当たりにした国民の間で、徐々に彼への不信感が高まっていきました。最終的に、テルミドールのクーデターによって失脚し、わずか35歳でギロチンの荒はと消えることになります。死の直前まで、共和国万歳を叫んだという彼の最後は、革命の理想と暴力が交錯した時代の象徴として、今の私たちに深い教訓を投げかけています。歴史上最も有名な軍事の天才は、実は身長が168センチと平均的な体格だった。ナポレオン・ボナパルトは、コルシカ島の中流貴族の家に生まれ、少年時代から優秀な成績を収めていた。フランス革命の混乱期に頭角を現し、わずか26歳で準将に昇進、その後わずか5年でフランス全土の実権を掌握した。彼の戦術は革新的で、機動力を重視した迅速な進軍と、集中砲火による敵の撃破を得意としていた。
ナポレオンは政治家としても優れており、ナポレオン法典を制定し、フランスの近代化を推し進めた。教育制度や道路網の整備、銀行制度の確立など、その多くは現代のフランスにも影響を残している。しかし、ロシア遠征の失敗が転機となり、ヨーロッパ各国の連合軍に敗北。エルガ島への流刑、脱出、そして最後の100日という劇的な展開を経て、セントヘレナ島で51歳の生涯を閉じた。ナポレオンの人生そのものが、まるで壮大な叙事詩のような劇的な物語だった。現代世界の法制度の大部分は、一人の野心的な男が作り上げた法典が元になっています。その男こそ、ナポレオン・ボナパルトです。1804年に完成したナポレオン法典は、それまでの複雑な法体系を整理し、シンプルで理解しやすい法律へと作り変えました。彼は法典の作成にあたり、ローマ法と当時のフランス慣習法を巧みに組み合わせ、すべての市民が平等に扱われる画期的な法体系を確立しました。特に注目すべきは、身分や地位による差別を廃止し、法の前の平等を実現したことです。この法典の影響力は凄まじく、ベルギー、オランダ、イタリアなどのヨーロッパ諸国だけでなく、南米やアフリカの旧フランス植民地にまで広がっていきました。日本の民法も、ドイツ民法を経由してナポレオン法典の影響を受けています。法典は全部で2281条からなり、民事に関する様々なことから、結婚や相続、所有権、契約などについて詳細に定めています。ナポレオンは法典編纂の会議に自ら150回以上出席し、その論理的な思考と明快な表現で知られる法典作りに深く関わったと言われています。わずか8時間の戦いで28000もの兵が命を落とした世界最悪の殺戮戦の一つ、三平海戦の真実をお伝えします。1805年12月2日、オーストリア南部アウステルリッツのキレフ海戦場で、3人の皇帝が自らの運命をかけて相まみえました。ナポレオン率いるフランス軍7万人に対し、ロシアとオーストリアの連合軍は9万人という圧倒的な数の差がありました。しかし、ナポレオンは戦略の天才らしく、敵を誘い込むため、あえて弱々しい陣形を取ったのです。連合軍は予想通り、フランス軍の右翼が弱いと見て、大軍を右側に集中させました。これこそがナポレオンの描いた罠でした。フランス軍は連合軍の中央部が手薄になったところを一気に突き破ったのです。朝もやの中、激しい砲撃戦が始まり、フラッツェン高地をめぐる戦いは熾烈を極めました。連合軍は混乱の中で指揮系統が乱れ、後退する兵士たちは凍結した湖の上へと追い込まれていきました。フランス軍の砲撃で氷が砕け、多くの兵士が氷水の中で命を落としました。ナポレオン死後のヨーロッパがヤバすぎた。ナポレオン戦争が終わった後のヨーロッパがヤバすぎる。戦争と革命に疲れた人々は、もう当面は平和がいいとばかりにガチガチの制限社会を組み立てたんだよ。例えばフランス、王政が復活して革命時代の自由な考えは完全に合うと新聞は検閲され、政府批判をすると投獄された。さらにオーストリアでは秘密警察が市民を監視し、ちょっとでも反政府的な発言をしたら即断されたんだ。さらにロシア、オーストリア、プロイセンの君主たちが新政同盟を結成し、反乱を鎮圧し続けた。ヨーロッパ全体が監視社会になっていたよ。経済面もやばかった。戦争でボロボロのフランスでは経済が疲弊し、庶民の生活はどんどん苦しくなった。イギリスでは産業革命が進む。労働者は低賃金、長時間労働、工場で酷使される地獄のような環境だった。でもこの抑圧があったからこそ、新たな革命や変化が生まれることになる。ナポレオンが去った後も世界はまだまだ波乱の時代だったんだよ。ナポレオンの死後、ヨーロッパに訪れた新しい波。ナポレオンの死後、ヨーロッパはただの抑圧社会で終わらなかった。実はここから新しい変革の波が始まったんだよ。例えばフランスでは王政復古が進む中、労働者や市民がこんな生活を犯しと声を上げ始めた。これが後のフランス革命の再燃につながっていったんだ。さらにドイツやイタリアでは、俺たちが一つの国になるべきじゃないかというナショナリズムが大いに広まっていた。これは後にドイツ統一やイタリア統一のきっかけになるんだよ。一方イギリスでは産業革命が進んで、俺たちにも選挙権をくれという労働者の声が高まり、チャーチスト運動が始まった。さらにロシアでも農奴制に反対する運動が徐々に広がり、専制君主制への不満が高まっていた。この波が後のロシア革命に続いていくんだよ。面白いのは、ヨーロッパ中が同時多発的に変革の準備をしていた時代だったということ。ナポレオンの残した影響で考え方が新しいアイデアや価値観を求めるようになったんだ。さあ、ナポレオン戦争で一度ヨーロッパが変革を経験したおかげで、ここから近代的な国家や社会が生まれていくんだよ。新しい波乱の時代はまさに新しい時代の始まりだったんだね。19世紀、ヨーロッパが革命の炎に包まれる。ナポレオン戦争の余波で生まれた不満はついに爆発する。ヨーロッパは革命の嵐に巻き込まれていくんだ。まず
1830年、フランスで7月革命が起こる。国王が独裁を強めたことで民衆がぶち入れ、ついにパリの街で暴動が起き、国王は亡命。新たな王が即位するも、問題は解決しなかったんだ。この影響で、ベルギーでは独立運動が勃発し、オランダからの分離に成功。さらにポーランドでも独立を求めた反乱が起きたが、ロシア軍に鎮圧されてしまう。でも、これで終わりじゃない。1848年、ついにヨーロッパ全土を揺るがす2月革命が勃発。フランスの労働者や市民が立ち上がり、国王は逃亡。ついに王政が倒れ、フランスは共和制になるんだ。この革命はドミノ倒しのように広がり、ドイツやイタリア、オーストリアでも大規模な反乱が発生。ウィーンでは民衆が宮殿を襲撃し、ハプスブルク皇帝が一時逃亡する事態に。でも、結果は意外なものに、一時的に民主化が進んだものの、最終的には王政が復活。革命は失敗に終わったんだ。でも、ここで終わりじゃない。この革命があったからこそ、後のドイツ統一やイタリア統一に繋がっていくんだ。つまり、ヨーロッパは確実に変わり始めていたってことだね。パリの街中で王家の旗が燃やされ、市民たちが三色旗を掲げて行進を始めた。フランスで1830年に勃発した7月革命は、わずか3日間で国王シャルル10世を追放に追い込んだ民衆の放棄だった。この革命の引き金となったのは、シャルル10世による新聞の検閲強化と議会の解散を含む強権的な政策だった。7月27日、パリの新聞社は検閲令に反発して新聞発行を停止し、これに怒った市民たちがバリケードを築いて立ち上がった。市民側には自由主義的な考えを持つブルジョワジーや学生、労働者が加わり、王党派軍との市街戦が繰り広げられた。熱気に包まれた戦いの中、パリ市庁舎は市民軍によって占拠された。シャルル10世は事態の収拾を図ろうとしたが、もはや手遅れだった。8月2日、シャルル10世は国外へ亡命し、代わってルイ・フィリップが7月王政の国王として即位することとなった。この革命の影響は、ベルギーやポーランドなど、ヨーロッパ各地の自由主義運動にも大きな影響を与えることとなった。フランス国民から最も嫌われた国王はシャルル10世でした。1824年に即位したシャルル10世は、フランス革命以前の絶対王政への回帰を夢見た最後のブルボン王朝の君主です。国民の自由を制限し、新聞や出版物への検閲を強化したことで、市民からの反発は日に日に強まっていきました。貴族や教会の特権を復活させようとする政策は、すでに変化していた社会の価値観と完全に逆行するものでした。1830年7月、シャルル10世が議会を解散し選挙権を制限する御の理令を出すと、パリ市民は立ち上がりました。わずか3日間の革命で王政は崩壊し、シャルル10世はイギリスへ亡命することになります。この出来事は7月革命として知られ、フランスでブルボン王朝による統治が完全に終わりを迎えた瞬間となりました。シャルル10世の失脚後、より穏健なとこのルイ・フィリップが即位し、一点君主制による新たな時代が始まったのです。7月革命で王位に就いたフランスのルイ・フィリップは、派手な王冠や宮殿ではなく、黒い山高帽を被って庶民のように歩く姿がよく目撃されていました。フランス革命後の混乱を経て即位した彼は、国民から市民王と呼ばれ、一時は大きな人気を集めました。出自はブルボン・アサ・オルレアン家で、フランス革命時には自由主義者として知られ、一時は革命側にも組みしていました。しかし、その後亡命を余儀なくされ、スイスで教師として生活を送っていたという異色の経歴の持ち主です。即位後は立憲君主制を採用し、中産階級の支持を得ながら産業革命を推進していきました。パリの街並みは彼の時代に大きく変貌し、ガス灯が設置され、鉄道網も整備されていきました。しかし次第に保守化していく政策に国民の不満は高まり、1848年の2月革命で退位に追い込まれることになります。イギリスに亡命した彼は、その地でひっそりと余生を送り、かつての栄光を振り返ることになったのです。1848年のフランスで起こった2月革命は、政治の変革を求める声が爆発した瞬間でもあります。この革命は王政打倒を目指し、成功を収めたのです。なぜこの革命が始まったのか。それは、国民の間で政治への不満が湧き上がり、経済状況の悪化や自由を求める動きが重なった結果でした。問題の核心は、王政がもたらした不平等と抑圧に対する反発でした。この状況により、労働者や市民たちが力を合わせ、結束して立ち上がったのです。また、この革命はフランスだけに止まらず、ヨーロッパ全土に激震を走らせ、多くの国で類似の革命運動が引き起こされました。2月革命の影響は、現代の政治や社会にも大きな影響を与え続けています。この変革の時代は、民主主義の発展の重要な一歩となり、それ以降の歴史に多大なインパクトを与えたのです。
ヨーロッパが変わる。ドイツ、イタリア統一の話。1848年の革命は一度は失敗した。でも、その火種は消えてなかったんだ。ここからヨーロッパは大きく変わっていく。まず、ドイツ、バラバラだった小国たちをまとめたのが、プロイセンの最小ビスマルク。鉄土地の政策で戦争を仕掛け、次々と領土を獲得していく。1866年、オーストリアとの戦争に勝利し、ドイツ統一へ大きく前進。そして1870年、フランスとの戦争に立つと、ついにドイツ帝国が誕生。皇帝はプロイセン王ビルヘルム一世。ヨーロッパの勢力図がガラッと変わった瞬間だ。一方、イタリアもバラバラだった。でも、サルデーニャ王国の最小カブールが動き出す。フランスのナポレオン三世と手を組んでオーストリアを通し、統一の足がかりを作ったんだ。さらに、南イタリアでは赤シャツ隊の英雄ガリバルディが戦い、次々と領土を解放。最終的に1861年、イタリア王国が誕生し、一刀領、エマヌエール2世が初代国王になった。でも、統一のも問題は山積み。ドイツは軍事力で急成長し、イギリスやフランスと対立。イタリアは南北の経済格差に苦しんでいた。でも、この時代があったからこそ、現代のドイツやイタリアが生まれた。19世紀は、まさにヨーロッパの国づくりの時代だったんだよ。16世紀から20世紀まで、ヨーロッパの政治を動かし続けた皇帝がいました。神聖ローマ帝国からオーストリア、ハンガリー帝国まで、実に400年以上にわたって君臨したハプスブルク家の歴史は壮大なドラマに満ちています。カール5世は、我が帝国に太陽は沈まないと豪語するほど、スペインやオランダ、アメリカ大陸にまで領土を広げました。マリア・テレジアは女帝として、敵国プロイセンと戦いながら、近代的な改革を成し遂げました。フランス革命後も、メッテルニヒの巧みな外交によって、ハプスブルク帝国は中央ヨーロッパの大国としての地位を守り続けます。19世紀には、皇帝フランツ・ヨーゼフ一世が68年もの長期にわたって統治し、華やかな宮廷文化を築き上げました。第一次世界大戦で、最後の皇帝カール一世が退位するまで、ハプスブルク家は結婚政策、難事、戦うことなかれ、結婚制を掲げ、ヨーロッパの王家と婚姻関係を結びながら、その権力を維持したのです。鉄血宰相の異名を持つ男が、一人の力でドイツ帝国を作り上げた。19世紀のヨーロッパで最も影響力を持った政治家、オットー・フォン・ビスマルクは、プロイセン王国の宰相として歴史に名を刻んでいます。彼が目指したのは、ドイツの統一であり、その実現のために周到な外交戦略を練り上げました。オーストリアやフランスとの戦争を巧みに仕掛け、見事にドイツ統一を成し遂げたのです。国内政策では、世界初の社会保険制度を導入し、労働者の生活保障に力を入れました。社会主義者の台頭を防ぐため、むしろ国家が福祉を担うという革新的な発想を取り入れたのです。ビスマルクの強大な権力は、新皇帝ビルヘルム2世との対立によって終わりを迎えることになります。1890年の解任後、彼は隠居生活を送りながら回顧録を執筆し、その生涯を閉じました。かつて敵だったプロイセンを味方につけ、ドイツ帝国を築き上げた政治家がいました。鉄血宰相として知られるビスマルクは、複雑な外交戦略を巧みに操り、ヨーロッパの勢力図を塗り替えていきました。その一方で、ビスマルクを支え続けたプロイセン王ビルヘルム一世は、慎重で保守的な性格の持ち主でした。ビルヘルムは軍事改革を進めながらも、ビスマルクの大胆な政策にしばしば躊躇することがありました。しかし二人は互いを深く信頼し、プロイセンの発展のために尽力しました。1871年、フランスとの戦争に勝利したプロイセンは、ついにドイツ統一を成し遂げます。ベルサイユ宮殿の鏡の間で、ビルヘルム一世は初代ドイツ皇帝として戴冠しました。晩年まで国家の勝ち取りを続けたビルヘルム一世は、90歳で生涯を閉じるまで、ビスマルクへの信頼を決して裏切ることはありませんでした。二人の強い信頼関係があったからこそ、近代ドイツの礎を築くことができたのです。イタリア統一の立役者として名を残すカブールは、実は料理と美食が大好きな政治家でした。サルデーニャ王国の宰相として手腕を振るう一方で、自らワイン作りに励み、チーズ工場まで経営していたのです。1810年、トリノの裕福な貴族の家に生まれたカブールは、若くして政治の道を志し、33歳で議員となりました。彼は自由主義的な考えを持ち、産業の近代化と自由貿易を推進することで、サルデーニャ王国の経済力を高めていきました。特筆すべきは、彼の巧みな外交手腕です。フランスのナポレオン3世と同盟を結び、オーストリアとの戦いに勝利することで、北イタリアの統一への道を開きました。カブールの政治手法は、現実的で柔軟でした。対立する勢力の間をうまく立ち回り、時には妥協も辞さない姿勢で、着実に統一への歩みを進めていったのです。しかし1861年、イタリア統一の夢が実現する直前、彼は重い病に倒れ、61歳でその生涯を閉じました。イタリアの父と呼ばれるカブールの功績は、今なお多くの人々に語り継がれています。フランス皇帝でありながら、イギリスで亡くなった男がいます。
ナポレオン3世は、かの有名なナポレオン・ボナパルトの甥として生まれ、フランスの大統領から皇帝へと上り詰めました。彼は若い頃から2度もクーデターを起こし投獄されましたが、看守の目を盗んでイギリスへ脱出することに成功しました。1848年にフランスで2月革命が起きると、そこに目をつけて帰国し、見事に大統領の座を手に入れたのです。しかし彼の野望はそれだけでは終わりませんでした。大統領の任期満了が近づくと、突如としてクーデターを決行し、第二帝政を樹立して皇帝の座につきました。パリの大改造を行い、近代的な都市へと生まれ変わらせたことは、彼の大きな功績として知られています。ところが不仏戦争でプロイセンに大敗し、捕虜となってしまいます。その後釈放されましたが、フランスに戻ることは叶わず、イギリスに亡命しました。皮肉にも、若き日に脱出した国で、1873年その生涯を終えることとなったのです。イタリアの自由を求めて戦った英雄が、なぜ赤いシャツを選んだのか。1800年代のイタリアでは、国土が分断され、オーストリアなどの外国勢力に支配されていた。その中で立ち上がったのが、イタリア統一の英雄と呼ばれるガリバルディだった。彼が率いた義勇軍は赤いシャツを身にまとい、赤シャツ隊として知られることになる。この赤シャツは、実は南米での亡命時代に肉加工工場の労働者用の作業着として仕入れたものだった。経費削減のため安価な赤い作業着を活用したことで、意図せずして鮮やかな軍服が誕生した。ガリバルディの赤シャツ隊は、シチリアからイタリア半島を北上し、各地で勝利を重ねていく。赤いシャツは次第に自由と革命の象徴となり、ヨーロッパ中で人々の心を掴んでいった。現代でも赤シャツは抵抗と革命の象徴として世界中で使われている。華やかな宮殿や凱旋門が象徴する近代イタリアの礎に、ビットーリオ・エマヌエーレ2世の存在は欠かせません。彼は1861年、長年の夢であったイタリア統一を実現し、初代イタリア国王の座につきました。実はその前、サルデーニャ王国の君主として国を治めていた彼は、イタリアの統一を強く願っていたのです。当時のイタリアは小国に分かれており、オーストリア帝国の支配下にある地域も存在していました。この状況を変えるため、彼は有能な首相カブールと共に外交手腕を発揮し、フランスとの同盟関係を築き上げました。そして北部から南部へと、徐々にイタリア半島の統一を進めていったのです。彼の政治手腕は国内でも高く評価され、イタリアの父という愛称で親しまれることになります。特に自由主義的な政策を採用し、憲法を尊重した統治は、当時としては珍しい先進的なものでした。まさに近代イタリアの基礎を築いた彼の功績は、現在のローマに立つ巨大な記念塔にその名を残しています。ヨーロッパの新時代、帝国主義と世界支配、ドイツとイタリアが統一された19世紀後半、ヨーロッパは新たな時代に突入する。それが帝国主義の時代だ。各国は強い国こそ偉いとばかりに、世界中に領土を広げようと動き出す。特にイギリスとフランスはアフリカやアジアにどんどん進出。イギリスは太陽の沈まぬ国と呼ばれるほど巨大な植民地を持ち、インドを完全に支配。フランスも北アフリカを占領し、帝国を拡大していった。出遅れたドイツとイタリアも、俺たちも植民地が欲しいとアフリカに進出。でもすでにイギリスやフランスががっつり支配していて、簡単にはいかなかった。そんな中、ヨーロッパの国々はベルリン会議でアフリカをどう分けると話し合い、地図の上で勝手に国境を決めてしまった。もちろん現地の人々の意見は完全無視。こうして帝国主義は加速していき、ヨーロッパは世界の支配者になった。でもこの競争が次第に激しくなり、やがてある大戦争へとつながっていくんだ。世界を巻き込んだ大戦争、第一次世界大戦の全貌。なぜ戦争は始まったのか。20世紀初頭、ヨーロッパは帝国主義の時代。各国が植民地を争い、軍事力を増強。ドイツ、イギリス、フランス、ロシア、どの国も俺たちこそ最強だと考えていた。そして世界は2つの陣営に分かれる。三国同盟、ドイツ、オーストリア、イタリア。三国協商、イギリス、フランス、ロシア。こうしてヨーロッパはいつ戦争が起きてもおかしくない状況になっていたんだ。サラエボ事件戦争の引き金。1914年6月28日、オーストリア皇太子フランツ・フェルディナンドが暗殺される。サラエボ事件がきっかけとなり、オーストリアがセルビアに宣戦布告。連鎖反応でドイツ、ロシア、フランス、イギリスが次々と参戦。こうして第一次世界大戦が始まった。戦争の展開総力戦へ。西部戦線、フランス vs ドイツ。ドイツはシュリーフェンプランでフランスに奇襲をかける。
しかしマルヌの戦いでフランス軍が反撃し、戦線は膠着状態に。こうして塹壕戦の泥沼に突入。兵士たちは地獄のような戦場で戦うことに。東部戦線、ロシア vs ドイツ、オーストリア。ロシアはドイツに攻め込むがタンネンベルクの戦いで大敗。その後もロシア軍は苦戦し、国内で革命の火種が生まれる。他の戦線、オスマン帝国、アフリカ、アジア。オスマン帝国はドイツ側で参戦し、ガリポリの戦いで連合軍と激突。日本も連合国側で参戦し、中国のドイツ領を攻撃する。戦争が変わる。アメリカ参戦とロシア革命。1917年、ロシアでロシア革命が発生。帝政が崩壊し、最終的にソビエト政府が誕生。ロシアは戦争を離脱。ブレストリトフスク条約。同じ年、アメリカが参戦。ドイツの無制限潜水艦作戦でアメリカの船が沈められ、怒ったアメリカが連合国側で参戦。これで戦争の流れが大きく変わる。戦争の終わりと講和条約。1918年、戦況は連合国側が有利に。ドイツ国内でも戦争反対の声が高まり、ついにドイツ皇帝が退位。1918年11月11日、ドイツが降伏。第一次世界大戦が終結。その後、ベルサイユ条約が結ばれ、ドイツは莫大な賠償金と領土の喪失を課される。戦争の影響と世界の変化。ヨーロッパはボロボロ。1700万人が死亡し、経済は崩壊。新たな国が誕生。オーストリア・ハンガリー帝国とオスマン帝国が解体。ポーランドやチェコスロバキアなどが独立。世界のリーダーが変わる。イギリス、フランスが弱体化し、アメリカが台頭。しかしドイツは屈辱を受け、これが後のある戦争につながる。戦争は終わったのか。第一次世界大戦は本当に終わったのか。実はベルサイユ条約の厳しい条件がドイツの反発を生み、ナチスの台頭につながる。つまりこの戦争があったからこそ次の第二次世界大戦が起こるんだ。世界はまだ混乱の時代に突入していく。たった一発の銃弾が2000万人もの命を奪う世界大戦の引き金となった。オーストリア帝国の皇位継承者フランツ・フェルディナンドは1914年6月28日にサラエボを訪れていました。皇太子夫妻を乗せた車列が市内を進む中、セルビア人の青年プリンツクが発砲し、2人は命を落としました。この事件をきっかけにオーストリアはセルビアに宣戦布告し、各国の同盟関係が連鎖的に働き始めます。ドイツ、ロシア、フランス、イギリスと次々に参戦国が増えていきました。当初は数ヶ月で終わると考えられていた戦争は4年以上も続くことになります。フランツ・フェルディナンドは皮肉にも帝国内の民族対立を緩和しようと考えていた穏健派でした。彼の死はバルカン半島の不安定な情勢に追い打ちをかけ、ヨーロッパ全土を戦火に巻き込んでいったのです。世界は彼の死をきっかけにそれまでにない規模の近代戦争へと突入していきました。権力と野心に翻弄され、第一次世界大戦の引き金を引いた最後のドイツ皇帝がいました。プロイセン王国の王子として生まれたヴィルヘルム2世は難産の影響で左腕に障害を持っていました。幼い頃から軍事教育を受け、祖父と父の後を継いでドイツ帝国第3代皇帝となります。彼は帝国の軍事力と産業力を急速に拡大させ、イギリスに並ぶ世界の強国を目指しました。強大な軍事力を誇示するため、ヴィルヘルム2世は大規模な軍艦建造計画を推し進め、イギリスとの軍拡競争を激化させていきます。しかし彼の強硬な外交政策は、ヨーロッパ諸国との関係を悪化させることになりました。1914年、サラエボでオーストリア皇太子が暗殺された際、ヴィルヘルム2世はオーストリアを支持し、結果として第一次世界大戦の勃発を招きます。戦争の敗北により1918年にオランダへ亡命し、その後20年以上を異国の地で過ごすことになりました。1916年のロシアは戦争と貧困に苦しんでいた。皇帝ニコライ2世は妻のアレクサンドラに強く影響され、政治よりも家族との時間を大切にしていた。宮殿での贅沢な生活を送る皇帝一家とは対照的に、国民は劣悪な労働環境と食料不足に耐えていた。権力を握っていたラスプーチンは皇后の信頼を得て、皇太子アレクセイの病気を癒すことができる唯一の人物とされていた。皇室への不満は次第に高まり、1917年2月の革命でニコライ2世は退位を余儀なくされた。一家は自宅軟禁の後、シベリアのエカテリンブルクへ移送され、そこで監視下での生活を送ることになった。1918年7月、ブリシェビキによってニコライ2世は家族と共に地下室で銃殺された。
300年以上続いたロマノフ朝は、こうして突然の終わりを迎えた。ニコライ2世は、皇帝としての責任と家族への愛の間で揺れ動き、最後まで自分の決断の重さを理解できなかったと言われている。数学と物理学の両分野に革命的な影響を与えた天才がいたのをご存知でしょうか。フランスの偉大な学者レイモンド・ポアンカレは、19世紀末から20世紀初頭にかけて、当時の科学界に大きな衝撃を与えました。彼は記憶力が異常に優れており、一度読んだ数式や文章を完璧に覚えることができたと言われています。数学者としての業績は、新しい幾何学の分野を切り開き、カオス理論の基礎を築きました。物理学の分野では、アインシュタインの相対性理論に先駆けて、時間と空間の関係性について重要な発見をしています。さらに彼は、科学と哲学の橋渡し役として、科学の本質について深い考察を残しました。驚くべきことに、ポアンカレは数学の論文を書くとき、途中の計算を一切書き留めることなく、頭の中だけで複雑な計算をこなしていたそうです。科学者でありながら、芸術的な直感も持ち合わせ、数式の美しさを重視したことでも知られています。あまりにも多くの分野で功績を残したため、現代でも数学、物理学、哲学の教科書に彼の名前が登場します。数学界最高の栄誉とされるフィールズ賞の選考委員も務め、その影響力は現代の科学技術の発展にも及んでいるのです。イギリスで最も長い期間、戦時首相を務めた政治家がいたことをご存知でしょうか。第一次世界大戦中のイギリスを率いたハーバート・ヘンリー・アスキスは、1908年から1916年まで首相の座についた人物です。裕福ではない中産階級の家庭に生まれながら、その卓越した能力で奨学金を得てオックスフォード大学に進学しました。法廷弁護士として成功を収めた後、下院議員となり、その雄弁さと理性的な判断力で頭角を現していきます。自由党の実力者として台頭し、1908年には首相に就任、社会保障制度の整備や労働者の権利拡大に尽力しました。第一次世界大戦が勃発すると、イギリスの参戦を決断し、国を導いていきましたが、戦争の長期化による国民の不満が高まっていきます。軍需物資の不足や戦況の悪化により、1916年に連立内閣が崩壊、ロイド・ジョージに首相の座を譲ることとなりました。生涯を通じて教育の機会均等を訴え続け、後の福祉国家の基礎を築いた政治家として、イギリス現代史に大きな足跡を残しています。革命の指導者として名を残したレーニンは、実は名門貴族の家に生まれた人物でした。彼が革命家の道を選んだきっかけは、兄の処刑でした。その後、マルクス主義に傾倒し、過激な反政府活動を展開していきます。1917年にロシアで二月革命が起きると、亡命先のスイスから密かに帰国しました。平成ロシアが崩壊した後の混乱の中、レーニンは、平和とパンと一応というシンプルなスローガンで民衆の心をつかみました。10月革命を成功させ、世界初の社会主義国家ソビエト連邦を樹立したのです。レーニンは労働者や農民のための政策を次々と打ち出していきましたが、その手法は独裁的でした。彼の死後、その思想と政策は、レーニン主義として受け継がれ、スターリン体制へと引き継がれていきました。レーニンの遺体は現在も首都モスクワの廟に安置され、多くの人々が訪れています。ドイツの無慈悲な潜水艦攻撃により、洋上で無数の命が奪われていた1917年初頭、アメリカは重大な決断を迫られていた。学者出身の大統領ウッドロー・ウィルソンは、それまで第一次世界大戦への参戦を慎重に避けてきた。彼は中立政策を掲げ、平和的な解決を模索し続けていたのである。しかしドイツは、イギリスを降伏に追い込むため、全ての船舶を攻撃対象とする無制限潜水艦作戦を宣言した。その結果、アメリカの商船も次々と沈められ、罪のない市民の命が失われていった。ウィルソンは苦悩の末、1917年4月、ついに対ドイツ参戦を決意する。アメリカの参戦は、第一次世界大戦の流れを大きく変えることとなった。連合国側への大規模な軍事支援と、200万人を超えるアメリカ兵の派遣により、戦況は一気に連合国優位へと傾いていく。ウィルソンの決断は、20世紀の国際政治の在り方を根本から変えることとなった。オーストリア、ハンガリー帝国の68年に及ぶ統治を支えた、フランツ・ヨーゼフ一世。彼の治世は、19世紀ヨーロッパの激動の時代と重なり、帝国の栄華と衰退を象徴する存在となりました。1830年8月18日、ウィーンのシェーンブルン宮殿で生まれたフランツ・ヨーゼフは、ハプスブルク家の血を引く皇太子として幼少期を過ごします。彼の教育は厳格で、軍事、外交、言語など多岐にわたる分野で徹底的な訓練を受けました。特に言語の習得に力を入れ、ドイツ語はもちろん、ハンガリー語、チェコ語、イタリア語、フランス語など、帝国内の主要言語を操ることができたと言われています。これは後の多民族国家の統治に大きく役立つことになります。
1848年、ヨーロッパ中で革命の波が広がる中、わずか18歳でオーストリア帝国の皇帝に即位します。若き皇帝の即位は、革命勢力に対する保守派の巻き返しの一環でした。即位直後から、フランツ・ヨーゼフは革命の鎮圧と帝国の統一に奔走します。ハンガリーの独立運動を武力で制圧し、中央集権的な統治体制を確立しました。この時期、彼の政策は絶対主義的で強権的なものでした。しかし、1859年のイタリア統一戦争での敗北や、1866年のプロイセンとの戦争での敗北を経験し、徐々に柔軟な姿勢へと転換していきます。1867年、フランツ・ヨーゼフはハンガリーとの和解を図り、オーストリア、ハンガリー二重帝国を成立させます。これは、オーストリアとハンガリーが対等な立場で連合する形態で、帝国内の民族問題に対する一つの解決策でした。この体制下で、フランツ・ヨーゼフはオーストリア皇帝とハンガリー国王を兼ねることになります。二重帝国の成立後、フランツ・ヨーゼフの統治スタイルは、より立憲的なものへと変化しました。議会制度を導入し、市民の権利を拡大するなど、近代化を推進します。同時に、帝国内の各民族の文化や言語の尊重にも努めました。しかし、バルカン半島での民族主義の高まりや、スラブ系諸民族の自治要求など、帝国の統合を脅かす問題は依然として存在していました。フランツ・ヨーゼフの個人的な生活も波乱に満ちたものでした。1854年、エリザベートと結婚しますが、この婚姻は必ずしも幸福なものではありませんでした。エリザベートは宮廷生活に馴染めず、しばしば旅に出ることで現実逃避を図りました。1889年には、皇太子ルドルフが愛人と共に自殺するという悲劇が起こります。さらに1898年には、エリザベートがイタリアでアナーキストに暗殺されるという衝撃的な出来事が起こりました。これらの個人的悲劇にもかかわらず、フランツ・ヨーゼフは帝国の統治者としての責務を果たし続けました。彼の勤勉さと責任感は、市民の間で尊敬を集める要因となりました。毎日早朝から深夜まで執務に励み、帝国の隅々にまで目を配る姿勢は、勤勉皇帝としての評価を不動のものとしました。フランツ・ヨーゼフの知性は、オーストリア、ハンガリー帝国の文化的黄金期とも重なります。ウィーンを中心に、音楽、美術、建築、文学などの分野で多くの天才が輩出されました。ヨハン・シュトラウス2世やグスタフ・クリムト、ジークムント・フロイトなど、今日でも高く評価される芸術家や知識人たちが活躍した時代です。また、都市計画にも力を入れ、ウィーンの環状道路リング・シュトラウセの建設を推進しました。この大規模な都市改造プロジェクトにより、ウィーンは近代的な大都市へと変貌を遂げます。帝国の威信をかけた壮大な建築群は、今日でもウィーンの象徴的な景観となっています。外交面では、フランツ・ヨーゼフは慎重な姿勢を貫きました。1879年にドイツとの二国同盟を結び、後にイタリアを加えた三国同盟を形成します。これは、フランスやロシアの脅威に対抗するための防衛的な同盟でした。しかし、バルカン半島での利害対立から、ロシアとの関係は徐々に悪化していきます。20世紀に入ると、帝国内外の情勢は一層緊迫化します。1908年のボスニア併合は、セルビアとの関係を決定的に悪化させました。1914年6月28日、フランツ・ヨーゼフの甥いであるフランツ・フェルディナント大公がサラエボで暗殺されます。この事件が第一次世界大戦の導火線となり、フランツ・ヨーゼフは最後の大きな決断として、セルビアに宣戦布告します。しかし、フランツ・ヨーゼフは戦争の結末を見ることなく、1916年11月21日、86歳でこの世を去ります。彼の死は、オーストリア、ハンガリー帝国の終焉の始まりでもありました。第一次世界大戦の敗北により、帝国は解体され、数世紀に及ぶハプスブルク家の支配に幕が下りることになります。フランツ・ヨーゼフ一世の68年に及ぶ治世は、ヨーロッパの歴史上最も長い統治期間の一つです。彼は激動の19世紀を生き抜き、帝国の近代化と安定に尽力しました。しかし同時に、多民族国家の統合という困難な課題に直面し続けました。フランツ・ヨーゼフの生涯は、ヨーロッパの旧秩序から新秩序への移行期を体験するものであり、彼の治世の終わりは、まさに、長い19世紀の終焉を象徴するものでした。オスマン帝国の最後を飾る英雄にして、その滅亡を早めた悲劇の人物。エンベルパシャの波乱に満ちた人生は、20世紀初頭の激動の時代を如実に反映しています。彼は1881年、イスタンブールで生まれ、軍人の家系に育ちました。幼少期から優秀な成績を収め、軍事学校でも頭角を現しました。当時のオスマン帝国は、
長い歴史の中で最も困難な時期を迎えていました。バルカン半島や中東での領土喪失が相次ぎ、国内では腐敗した政治への不満が高まっていました。そんな中、エンデルは青年トルコ党と呼ばれる改革派組織に加わります。彼らは、オスマン帝国の近代化と立憲政治の確立を目指していました。1908年、青年トルコ党はクーデターを起こし、専制君主アブデュルハミト2世を退位させることに成功します。このクーデターで中心的な役割を果たしたエンデルは、一躍国民的英雄となりました。彼の名声は国境を越え、ヨーロッパでも若きトルコの英雄として称賛されるようになります。しかし、権力を手にしたエンデルは次第に独裁的な姿勢を強めていきます。1913年には再びクーデターを起こし、事実上の独裁者となりました。彼は陸軍大臣として軍を掌握し、対外政策にも強い影響力を持つようになります。第一次世界大戦が勃発すると、エンデルはドイツ側につくことを決断します。彼は、ドイツとの同盟によってオスマン帝国の威信を回復できると考えたのです。しかし、この決断が帝国に致命的な結果をもたらすことになります。戦争初期、エンデルは東部戦線でロシア軍と対峙しました。彼は厳冬の中、無謀な作戦を強行します。その結果、9万人もの兵士が投資や飢餓で命を落とす大惨事となりました。このサルカムシュの戦いでの敗北は、エンデルの軍事指導者としての評価を大きく下げることになります。戦況が悪化する中、エンデルはアルメニア人に対する大規模な弾圧政策を推進しました。これは後に、アルメニア人虐殺として国際的な非難を浴びることになります。彼の強硬な政策は、オスマン帝国の国際的孤立を深める一因となりました。第一次世界大戦でのドイツの敗北は、エンデルの運命も決定づけました。1918年、彼はイスタンブールを脱出し、亡命生活に入ります。しかし、野心的な彼は政治活動を諦めませんでした。彼は反イスラム主義や反トルコ主義の理想を掲げ、中央アジアでの影響力拡大を目指します。エンデルは、ソビエト政権下のトルキスタンで反乱軍を組織しました。彼は、イスラム教徒の団結によってソビエト政権を打倒できると考えたのです。しかし、この野心的な計画は失敗に終わります。1922年、タジキスタンでの戦闘中にエンデルは命を落としました。享年40歳でした。エンデルパシャの人生は、栄光と挫折の連続でした。彼は若くして国家の重要人物となり、オスマン帝国の命運を左右する立場に上り詰めました。しかし、その野心と独断的な政策が、結果的に帝国の崩壊を早めることになったのです。エンデルの生涯は、近代化の過程にあった国家が直面する困難を象徴しています。彼は西洋的な価値観と伝統的なイスラムの価値観の間で揺れ動き、結局はどちらの世界にも完全には適応できませんでした。彼の功罪は今日でも議論の的となっています。一部では愛国的な英雄として称賛される一方、多くの歴史家からは無謀な冒険主義者として批判されています。特に、アルメニア人虐殺への関与は、彼の評価を決定的に下げる要因となっています。エンデルパシャの生涯は、個人の野心と国家の運命が密接に結びついた稀有な例と言えるでしょう。彼の決断の一つ一つが、オスマン帝国の命運を左右し、ひいては中東地域の歴史的展開に大きな影響を与えました。彼の人生は、権力の魅力と危険性を如実に示しています。若くして絶大な権力を手にした彼は、その力を国家の発展のために使おうとしました。しかし、独裁的な手法と現実離れした野心が、結果的に国家と自身の破滅を招いたのです。エンデルパシャの生涯は、歴史に名を残す人物の光と影を鮮明に映し出しています。彼の功績と過ちを学ぶことで、私たちは権力の本質や国家指導者の責任について、深い洞察を得ることができるでしょう。20世紀の政治史において、ウィンストン・チャーチルほど大きな影響を与えた人物はいないでしょう。イギリスの首相として第二次世界大戦を戦い抜いた彼の存在は、現代の国際情勢にまで及んでいます。チャーチルは1874年11月30日、イギリスの名門貴族の家に生まれました。父はランドルフ・チャーチル卿、母はアメリカ人のジェニー・ジェロームでした。幼少期のチャーチルは、両親から愛情を受けられず、無我に育てられました。この経験が後の彼の性格形成に影響を与えたと言われています。学業成績は振るわず、軍隊への道を選びました。サンドハースト陸軍士官学校を卒業後、騎兵として軍務に就きます。軍人時代のチャーチルは、キューバ、インド、スーダンなどで従軍し、戦場での経験を積みました。同時に、彼は戦争特派員としても活動し、軍祭を発揮し始めます。この頃から、彼の政治家としての素質が芽生え始めたと言えるでしょう。
1900年、26歳でイギリス下院議員に初当選します。以後、チャーチルは様々な閣僚ポストを歴任していきます。海軍大臣時代には、第一次世界大戦勃発直前にイギリス海軍の石油燃料への転換を推進しました。この決断は、後の世界の石油戦略に大きな影響を与えることになります。しかし、第一次世界大戦中のダーダネルス作戦の失敗により、チャーチルは一時政界を離れることになります。この挫折を経験したことが、後の彼の政治家としての成長につながったと言えるでしょう。1930年代、ナチスドイツの台頭に警鐘を鳴らし続けたチャーチルは、当初は孤立していました。しかし、彼の予言が的中し、第二次世界大戦が勃発すると、1940年5月に首相に就任します。首相就任後、チャーチルは国民に向けて数々の名演説を行います。血と汗と涙の演説や、我々の最良の時の演説は、今でも人々の記憶に残る名演説となっています。彼の雄弁さと決意に満ちた言葉は、戦時下のイギリス国民に大きな勇気を与えました。チャーチルの外交手腕も、戦争の帰結に大きな影響を与えました。アメリカのルーズベルト大統領、ソ連のスターリン書記長との会談を重ね、連合国の結束を固めていきます。特に、アメリカとの特別な関係の構築は、戦後の国際秩序にも大きな影響を与えることになりました。戦時中のチャーチルは、軍事戦略にも深く関与しました。北アフリカ戦線やノルマンディー上陸作戦など、重要な作戦の立案に携わりました。時には軍務と対立することもありましたが、彼の洞察力と決断力は、イギリスの戦争遂行に大きく貢献しました。第二次世界大戦の勝利後、チャーチルは1945年の総選挙で敗北し、首相の座を降りることになります。しかし、彼の政治生命はまだ終わっていませんでした。1951年に再び首相に返り咲き、冷戦初期の国際政治にも大きな影響を与えました。晩年のチャーチルは、画家としても才能を発揮しました。彼の絵画は今でも高い評価を受けています。また、著作家としても多くの作品を残し、1953年にはノーベル文学賞を受賞しています。チャーチルの人生は、挫折と栄光の連続でした。彼の強靭な精神力と不屈の精神は、多くの人々に感銘を与え続けています。彼の名言の一つ、決して諦めるなは、今でも多くの人々の心に刻まれています。チャーチルの政治手法や戦略には、賛否両論がありました。インド独立問題への対応や、ドレスデン爆撃の決定など、批判の対象となった政策もありました。しかし、彼の果たした歴史的役割の重要性は、誰もが認めるところです。1965年1月24日、チャーチルは90歳で生涯を閉じました。彼の国葬には、世界中から要人が参列し、20世紀を代表する政治家としての彼の地位を証明しました。チャーチルの遺産は、現代の政治や外交にも大きな影響を与え続けています。ウィンストン・チャーチルの生涯は、一人の人間が歴史にいかに大きな影響を与えうるかを示す恒例と言えるでしょう。彼の功績と課題は、現代の政治家たちにも多くの教訓を与え続けています。チャーチルの名は、これからも長く人々の記憶に残り続けることでしょう。20世紀の激動のドイツを象徴する人物、その名はパウル・フォン・ヒンデンブルクです。第一次世界大戦の英雄から、ワイマール共和国の大統領を経て、ナチス政権誕生の立役者となった彼の波乱の生涯は、ドイツの近代史そのものと言えるでしょう。ヒンデンブルクは1847年、プロイセン王国の貴族の家に生まれました。当時のプロイセンは、ドイツ統一前の有力国家の一つでした。幼少期から軍人になることを期待され、厳格な教育を受けて育ちました。プロイセン陸軍士官学校を卒業後、1866年のプロイセンオーストリア戦争に従軍します。この戦争でプロイセンが勝利し、ドイツ統一への道が開かれました。続く1870年の普仏戦争にも参加し、プロイセン軍の勝利に貢献しました。これらの戦争経験を通じて、ヒンデンブルクは優秀な軍人としての評価を確立していきます。明治には参謀本部で勤務し、軍事戦略や戦術の研究に励みました。1911年に退役するまで、着実にキャリアを積み重ねていったヒンデンブルク。しかし、彼の人生を大きく変えることになる転機が、間もなくやってきます。1914年、第一次世界大戦が勃発しました。開戦当初、ドイツ軍は西部戦線で苦戦を強いられていました。そんな中、東部戦線でロシア軍が攻勢に出たのです。危機感を抱いたドイツ軍には、67歳で引退していたヒンデンブルクを緊急招集します。彼は第8軍の指揮官として、東プロイセンの防衛を任されました。ヒンデンブルクは、
参謀長エーリヒ・ルーデンドルフと共にタンネンベルクの戦いでロシア軍を撃退。続くマズーリコ藩の戦いでも勝利を収めました。これらの勝利によりヒンデンブルクは一躍国民的英雄となります。東部戦線での成功を受け、ヒンデンブルクは1916年に参謀総長に就任。ドイツ軍全体の指揮を執ることになりました。しかし、戦況は徐々に悪化していきます。1918年、ドイツは敗戦。ヒンデンブルクは退役し、一時は表舞台から姿を消しました。しかし、彼の名声は衰えることはありませんでした。第一次世界大戦後、ドイツではワイマール共和国が成立します。しかし、敗戦国としての賠償金支払いや経済混乱により、国内は不安定な状況が続いていました。そんな中、1925年の大統領選挙でヒンデンブルクが立候補します。彼は保守派の候補として擁立され、僅差で当選を果たしました。78歳でのデビューでした。大統領としてのヒンデンブルクは、当初は共和国体制の維持に努めました。しかし、1929年に始まる世界恐慌の影響で、ドイツ経済は壊滅的な打撃を受けます。失業率の急上昇や、ハイパーインフレーションによる通貨価値の暴落、社会不安が高まる中、極左と極右の勢力が台頭してきました。この危機的状況の中、1932年にヒンデンブルクは再選されます。しかし、85歳となった彼の判断力は衰えつつありました。周囲の助言に頼る場面が増えていきます。そして1933年1月30日、ヒンデンブルクはアドルフ・ヒトラーを首相に任命します。保守派の政治家たちは、ヒトラーを利用して自分たちの権力を維持できると考えていました。しかし、ヒトラーは巧みに権力を掌握。1933年3月には全権委任法を成立させ、事実上の独裁体制を確立します。ヒンデンブルクは形式上は大統領の地位にありましたが、実質的な権力はもはやありませんでした。1934年8月2日、ヒンデンブルクは87歳でこの世を去ります。彼の死後、ヒトラーは大統領職と首相職を兼ね、総統として絶対的権力を手に入れました。ヒンデンブルクの評価は、今日でも議論の的となっています。第一次世界大戦の英雄として、また共和国の守護者としての側面がある一方で、ナチス政権誕生の一因を作った人物としても見られています。彼の決断の背景には、当時のドイツが置かれていた複雑な状況がありました。世界恐慌による経済危機、ベルサイユ条約への反発、共産主義への恐怖など、様々な要因が絡み合っていたのです。ヒンデンブルクの生涯は、近代ドイツの激動の歴史を体現しています。プロイセン王国の軍人から始まり、ドイツ帝国の将軍、ワイマール共和国の大統領を経て、最終的にはナチス政権の誕生に関与するという、まさに時代の転換点に立ち会った人物でした。彼の功績と過ちを正しく評価するためには、当時の社会背景や国際情勢を十分に理解する必要があります。ヒンデンブルクの事例は、一個人の決断が国家の運命を左右し得ることを示す、歴史の教訓とも言えるでしょう。今日でも、ドイツ各地にはヒンデンブルクにちなんだ地名や建造物が残っています。しかし、ナチス政権との関わりから、その扱いには慎重な議論が続いています。ヒンデンブルクの生涯は、権力と責任、愛国心と独裁、伝統と革新といった普遍的なテーマを考えさせてくれます。彼の功罪を通じて、私たちは歴史から何を学び、未来にどう生かすべきか、深く考えさせられるのです。第一次世界大戦中、英国陸軍の総司令官として最も物議を醸した人物、それがダグラス・ヘイグ元帥です。ヘイグの軍事戦略は、多くの兵士の命を犠牲にしたとして厳しい批判にさらされてきました。しかし、その評価は時代とともに変化し、今日では再評価の動きも見られます。ヘイグの生涯と彼が指揮した戦闘、そして彼の残した影響について、詳しく見ていきましょう。ダグラス・ヘイグは1861年、スコットランドの裕福な家庭に生まれました。幼少期から軍人になることを夢見ていたヘイグは、名門サンドハースト陸軍士官学校を卒業後、騎兵隊に配属されました。彼の軍歴は順調に進み、ボーア戦争では参謀として活躍し、その後も昇進を重ねていきます。第一次世界大戦が勃発した1914年、ヘイグは第一軍団長として大陸に派遣されました。当初、英国遠征軍の総司令官はジョン・フレンチでしたが、1915年末にヘイグがその座を引き継ぎます。ヘイグが総司令官に就任した時期は、西部戦線が膠着状態に陥っていた時でした。ヘイグの戦略は、敵陣地への大規模な正面攻撃を繰り返すというものでした。彼は、十分な砲撃の後に大量の歩兵を投入すれば、敵の防御線を突破できると考えていたのです。しかし、
この戦術は多くの場合、膨大な犠牲者を出すだけで大きな戦果を上げることができませんでした。1916年7月から11月にかけて行われたソンムの戦いは、英軍の指揮下で行われた最も悲惨な戦闘の一つです。この戦いでイギリス軍は約42万人の死傷者を出しましたが、獲得した領土はわずかでした。ソンムの戦いは、英軍の戦略の問題点を如実に示すものとなりました。翌1917年、英軍はパスチェンデールの戦いを指揮しました。この戦いも多大な犠牲を払いながら、戦略的にはほとんど意味のない結果に終わりました。丁寧と化した戦場で、数十万の兵士が命を落としたのです。これらの戦いでの大量の犠牲者は、英軍に、肉引き機というあだ名を付けさせることになりました。しかし、1918年になると戦況が変化します。ドイツ軍の春季攻勢を何とか食い止めた後、英軍は連合国軍の反攻を指揮しました。この時期、英軍は戦車や航空機などの新兵器を効果的に活用し、より柔軟な戦術を採用しました。その結果、連合国軍は勝利への道を開くことができたのです。戦後、英軍は英雄として迎えられ、伯爵の爵位を授与されました。しかし、やがて彼の戦時中の指揮に対する批判が高まっていきます。多くの人々が、彼の戦略が不必要に多くの命を犠牲にしたと非難したのです。特に、1920年代から30年代にかけて出版された回顧録や歴史書の多くが、英軍を厳しく批判しました。一方で、英軍は退役後、傷痍軍人や退役軍人のための福祉活動に尽力しました。彼は、退役軍人の雇用促進や住宅供給、医療支援などに取り組み、多くの元兵士たちから感謝されました。この活動は、英軍の評価を幾分か改善することにつながりました。英軍は1928年に他界しましたが、彼の評価をめぐる議論は今日まで続いています。近年の歴史家の中には、英軍の功績を再評価する動きも見られます。彼らは、当時の技術的制約や政治的圧力の中で、英軍が可能な限りの努力をしたと主張しています。また、1918年の勝利における彼の役割を評価する声も増えています。確かに、戦争後半の英軍は、より効果的な戦術を採用し、最終的な勝利に貢献したと言えるでしょう。しかし、それでも彼の初期の戦略が多くの命を犠牲にしたことは否定できません。英軍の評価を難しくしているのは、第一次世界大戦という未曾有の総力戦の性質です。それまでの戦争とは全く異なる規模と性質の戦争に、軍の指導者たちは適応しなければなりませんでした。その中で、英軍のような伝統的な軍人が、どこまで柔軟に対応できたかが問われているのです。また、英軍の個人的な性格も、彼の評価に影響を与えています。彼は頑固で自信家だったと言われており、時に部下や政治家との関係に圧力を生じさせました。この性格が、彼の戦略の硬直性につながったという見方もあります。一方で、英軍の日記や指針を分析すると、彼が兵士たちの犠牲に深く心を痛めていたことがわかります。彼は公の場では強い意志を示さなければならないと考え、内面の苦悩を隠していたのかもしれません。英軍の評価は、第一次世界大戦全体の捉え方とも密接に関連しています。この戦争を無意味な殺戮と見るか、それとも民主主義を守るための必要な犠牲と見るかによって、英軍への評価も変わってくるでしょう。現代の軍事戦略にも、英軍の遺産は影響を与えています。彼の経験から、柔軟な戦術の重要性や、新技術の効果的な活用の必要性が学ばれました。また、軍の指導者と政治家との関係のあり方についても、多くの教訓を残しています。英軍の生涯は、軍人としての責任の重さを私たちに考えさせます。彼は自らの信念に基づいて行動しましたが、その結果として多くの命が失われました。しかし同時に、彼なしには戦争の勝利はなかったかもしれません。この矛盾こそが、英軍という人物の複雑さを物語っているのです。今日、第一次世界大戦の戦場の多くは記念公園となっています。そこを訪れる人々は、英軍の決定によって命を落とした兵士たちのことを思い、戦争の悲惨さを改めて感じることでしょう。同時に、彼らの犠牲が今日の平和な欧州を築く礎となったことも忘れてはいけません。ダグラス・ヘイグの評価は、これからも議論され続けるでしょう。彼は英雄だったのか、それとも無能な指揮官だったのか。その答えは、おそらく両極端の間のどこかにあるのでしょう。ヘイグの生涯は、戦争の複雑さと、それを指揮する者の重責を私たちに教えてくれています。第一次世界大戦の勝利に最も貢献した将軍の一人、フェルディナー・フォッシュの名前を聞いたことがある人は少ないかもしれません。しかし、彼の戦略的才能と強靭な精神力は、連合国軍を勝利に導いた重要な要因でした。
フォッシュは1851年、フランス南西部のピレネー山脈近くの町タルブで生まれました。幼少期から軍人になることを夢見ていた彼は、エコール・ポリテクニックという名門軍学校に入学しました。フォッシュの軍人としてのキャリアは、1870年の不仏戦争での敗北を経験したフランス軍の再建期と重なります。この敗北はフランスに大きな衝撃を与え、軍の近代化と戦略の見直しが急務となりました。若きフォッシュはこの時期に軍事理論を学び、後に自身の著書や講義で展開することになる独自の戦略思想を形成していきました。1885年、フォッシュは陸軍大学校の教授となり、そこで将来のフランス軍を担う若手将校たちを教育しました。彼の講義は革新的で、単なる戦術の伝授にとどまらず、戦争の本質や指揮官の役割について深い洞察を含むものでした。フォッシュは、戦争と愛しの衝突であるという有名な言葉を残していますが、これは彼の戦略思想の革新を表しています。フォッシュの教えは、単に敵を打ち負かすだけでなく、敵の意志をくじくことこそが真の勝利であるというものでした。この考えは、後の第一次世界大戦での彼の指揮に大きな影響を与えることになります。フォッシュは1907年に陸軍大学校の校長に就任し、さらに多くの将校たちに影響を与えました。第一次世界大戦が勃発した1914年、フォッシュは第20軍団長として戦いに参加しました。彼の指揮下の部隊は、開戦初期のナンシーの戦いで重要な役割を果たし、ドイツ軍の南下を阻止することに成功しました。この戦いでのフォッシュの冷静な判断と果敢な作戦は、高く評価されることとなります。1914年9月、フォッシュは第9軍の司令官に任命されました。マルヌの戦いにおいて、フォッシュの軍はドイツ軍の猛攻に耐え、反撃の機会を伺いました。私の右翼は押し戻され、左翼は退却している。状況は申し分ない。私は中央から攻撃するというフォッシュの有名な電報は、彼の不屈の精神を象徴するものとなりました。マルヌの戦いでの勝利は、パリ陥落の危機を回避し、長期戦の様相を呈することとなる第一次世界大戦の転換点となりました。フォッシュの冷静な判断と果敢な作戦は、この重要な勝利に大きく貢献しました。彼の名声は一気に高まり、連合国軍内での影響力も増していきました。1915年、フォッシュは北部方面軍の司令官に任命されます。この時期、西部戦線は膠着状態に陥っており、新たな打開策が求められていました。フォッシュは前線の兵士たちの士気を高めるため、頻繁に視察を行い、直接指揮を取ることもありました。1917年、ロシア革命によりロシアが戦線から離脱し、東部戦線のドイツ軍が西部戦線に移動してくるという危機的状況が発生しました。この時、フォッシュはイタリア戦線の立て直しに尽力し、カポレットの敗北後の連合国軍の再編成に成功しました。彼の戦略的才能と指導力は、イタリア戦線の崩壊を防ぐ上で重要な役割を果たしました。1918年3月、ドイツ軍は最後の大攻勢を開始しました。連合国軍は苦戦を強いられ、パリ陥落の危機が再び訪れます。この危機的状況下で、フォッシュは連合国軍の最高司令官に任命されました。彼は各国の軍を効果的に統括し、ドイツ軍の攻勢を食い止めることに成功します。フォッシュは、アメリカ軍の増援を最大限に活用しつつ、7月18日から反攻作戦を開始しました。この作戦は、100日攻勢と呼ばれ、ドイツ軍を徐々に押し戻していきました。フォッシュの指揮のもと、連合国軍は協調して行動し、各戦線でドイツ軍に打撃を与えていきました。フォッシュの戦略は、敵の弱点を突き、継続的な圧力をかけ続けるというものでした。彼は、勝利は最も粘り強い国家に与えられるという信念を持っており、兵士たちにも同じ精神を求めました。この戦略は、長期戦で疲弊していたドイツ軍に対して効果的でした。9月から10月にかけて、連合国軍の攻勢はさらに激しさを増します。フォッシュは、各国軍の特性を生かしつつ、効果的な連携を実現しました。イギリス軍、フランス軍、アメリカ軍、そしてベルギー軍が協調して攻撃を行い、ドイツ軍は各地で後退を余儀なくされました。10月末、オーストリア、ハンガリー帝国が降伏し、ドイツは孤立します。11月初旬、ドイツ国内で革命が勃発し、皇帝ヴィルヘルム2世が退位しました。ドイツ新政府は講和を申し入れ、11月11日、フォッシュの指揮する連合国軍とドイツ軍の間で休戦協定が締結されました。第一次世界大戦の終結において、フォッシュの役割は決定的でした。彼の戦略的才能と強靭な精神力、そして各国軍を統括する能力が、連合国の勝利をもたらしたのです。戦後、フォッシュはフランス元帥に叙任され、イギリスやポーランドからも元帥の称号を贈られるという稀有な栄誉を受けました。しかし、
フォッシュの戦後の主張は必ずしも受け入れられませんでした。彼はドイツに対してより厳しい講和条件を求めましたが、政治家たちはそれを退けました。フォッシュは、これは講和ではない。20年の休戦に過ぎないと予言しましたが、その言葉は不幸にも的中することになります。フォッシュは1929年に78歳で生涯を閉じました。彼の葬儀は国葬として執り行われ、多くの人々が参列しました。フォッシュの遺体は、ナポレオンの棺も安置されているアンバリットに埋葬されました。彼の軍事的功績を称える記念碑が、フランス各地に建てられています。フェルディナン・フォッシュの生涯は、19世紀から20世紀への転換期におけるヨーロッパの激動を体験しています。フランス政界に恐れられた虎のような政治家が、第一次世界大戦を勝利に導きました。ジョルジュ・クレマンソーは、激動の時代に首相に度務めた情熱的な愛国者です。医師として歩み始めた彼は、やがてジャーナリストとして鋭い筆力を振るうようになりました。政治家としての彼は、反対意見を容赦なく叩きのめす激しい物言いから、タイガーのあだ名で呼ばれるようになります。1917年、フランスが戦争で疲弊していた時期に76歳で首相に就任し、国民に、私は戦争を行う、ただそれだけだと宣言しました。昼夜を問わず前線を視察し、軍の士気を高め、戦時中の弱腰な人物を容赦なく更迭していきました。イギリスのロイド・ジョージ、アメリカのウィルソンと共に、パリ講和会議の重要人物として活躍し、ドイツに対する厳しい賠償を求めました。しかし、求めていた以上の安全保障が得られなかったことに失望し、1920年の大統領選に敗れて政界を引退します。生涯を通じて祖国フランスの発展のために戦い続けた彼は、1929年、88歳でその生涯を閉じました。19世紀末のイギリスで、一人の貧しい少年が靴職人の家に生まれました。両親を亡くし叔父に育てられたその少年は、独学で法律を学び弁護士となっていきます。ウェールズ出身のデビッド・ロイド・ジョージは、政界に身を投じ、第一次世界大戦中の1916年にイギリス首相の座につきました。彼は戦時中の首相として連合国の勝利に大きく貢献し、戦後のベルサイユ条約締結でも重要な役割を果たしました。社会改革にも熱心で、高齢者への年金制度や、労働者のための健康保険制度を確立しました。自由党の有力政治家として活躍したロイド・ジョージは、下院議員として実に54年もの長期にわたり政治の第一線で活躍しました。その雄弁さから、ウェールズの魔術師と呼ばれ、庶民の味方として多くの支持を集めました。特に社会保障制度の充実に力を入れ、現代のイギリスの福祉国家としての基礎を築いた人物として評価されています。しかし戦後の混乱期に政権基盤が弱まり、1922年に首相を退任することになりました。晩年は回顧録の執筆に励み、1945年に83歳でその生涯を閉じるまで、イギリス政界の重鎮として影響力を持ち続けました。小さな足跡、コルシカの風が彼を呼んでいる。祖国を一栄光に焦がれ、世界の地図にその名を刻む。センターの空に響く鼓動の勝利は必ず信じる者の手に。評価した権利の先に見えたのは理想か見え幻か。大国の運命を背負って進む。ナポレオンの夢は
く星が彼を導いて王冠を手にするあの日まで勝利の道は険しくとも彼は進むその心は強く千里馬の空に響く鼓動の表裏は必ず信じる者の手に高く評価した競輪の先に見えたのは理想か見え幻か無邪気な少女が神の声を聞いたその瞬間まだに聞こえる鐘の音とともに新しい日が始まる兆し戦いの中でも得る命の木神の意志進んでジャヌヌの祈りは歴史を超えて自由の鐘を鳴らし続けるレロイを身にまといその姿少女が守るフランスの未来たかれる炎も恐れない心天に捧げた純粋な想い時に体が眠れても魂だけが光で守られて戦いの中でも得る命の木神の意志が私を導くセルゲを持ってても耐えても信じた道だけを見つめて進んで宮の人々が涙する夜少女の強さ誰もが知るその小さき手に宿る奇跡新しい時代が今ここに空に響く鐘の音は高く石田網は染める影と叫び
を求めよう旗が翻る我らの怒りが時を告げる砕けた鎖の後に新たな視界を刻む王の時代は終わりだ震えで手で剣を取る燃え上がれ本よこの願いを灯せ奪われた日々を取り戻すため叫びは嵐隣鳥動く砕く今こそ進め赤き旗の下で刃が光るたび友の名を呼んだ革命への影に潜む裏切り自由のためなばそれは正義か火に染まる手を握りしめる掲げた理想の影で犠牲の芯は舞い散る花かこれが選ぶ場合定めなら涙を見せず進め奪われた愛も砕かれた誓いもこの地の犠牲で夜明けを招く歴史の波に消えた夢の名を刻め最後の時まで赤き旗の下で旗の下で終わったのかギロチンの刃が落ちる音かつての友が消えてゆく正義はどこにあるのかそれでも我らは進むこの手に未来を掴むまで立ち上がれ未来よこの誓いを聞け地上にまみれた夜を越えても希望は胸に燃える革命の灯火この命果てても赤き墓の下で風に舞う赤きた静かにただ揺れて